お邪魔します。服はまさかのこれだけだけ。マジ？やばいね。ここめちゃくちゃ本あるじゃん。遠目で見るとあんまり目立たないけど、実は近くで見るとこんな感じでちょっと浮き出てしまってるっていう感じかな。そうですよね。はじめまして、翔って言います。2ヶ月前まで大学生で、4月から新社会人になりました。エミール泣き人に行ってから、もうあの空間が素晴らしすぎて。タイトルだけ見て、絶対これ読みたいっていうの、どれだろう？迷ってる。どうして迷ってるってことは迷ってるってことはいらないんじゃないかっていう。これも残しやね。絶対そんな感じで多分、これは絶対残すってやつは絶対いるんだよ。うん。本と同様、全部出す。はい、お願いします。正直ね、箱いらないんじゃないかなと思うけどね。うんなるほどね。翔くんは外箱を持っとく系ね。一緒です僕も渋さんに言われました。まあざっくりこんな感じでミニマリスト部屋からこれだけゴミ袋が出ましたということで、着きました。売りに行きます。おはようございます。今日は IKEA に来たってところで、これちょっとなんか謎のミニマリスト心がくすぐられるアイテム。お邪魔します。おー、こちらで全ての終了となります。ありがとうございました。おー、ラス1です。OK。ということで、床材が届きました。お、ぴったり。美しいな。これ芸術点高いぞ。お邪魔します。お、すごい。相変わらず余白のある素敵なお部屋になっていて、1ヶ月間ありがとうございました。ありがとうございました。突然なんですけども、皆さん片付けをしたいんだけど何から始めていいかわからないとか、インテリアをねミニマリストのようによりね洗練された空間に仕上げたいんだけどどうしていいかわからないとか感じたことってありませんか？今回はねインテリアコーディネート企画っていうところで、普段僕のチャンネルを見てくれていて新社会人として働いている翔くんのお宅にお邪魔して、片付けのサポートからインテリアのコーディネートのサポートまでしてきました。翔くんはね僕と同じく大学生から物を減らし始めて、ミニマリストとして SNS で小 Z 世代の持たない暮らしってところで発信を続けて、なんとね僕の片付けコーディネート企画をしてくれてから発信活動を続けて、もともとね SNS のフォロワーが1000人とか2000人ぐらいだったんですけども、そこからねなんと今では3万人を超えるインスタグラマーになったってところで、一人の男の子の人生を変えたと言っても過言ではないねインテリアを作ることができましたので、ぜひね最後まで動画をご覧になっていただけると嬉しいです。ちなみにこの片付けコーディネートを申し込みたいよって方は下にあるね概要欄の方から応募の方ができますので、ぜひねチェックしていただけると嬉しいです。ということで早速動画に行っていきましょう。どうぞ。お邪魔します。はい、ということで、皆さんこんにちは、リキトです。今日はですね、片付けコーディネート企画っていうことで、今日撮影協力、依頼してもらったのは、翔くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしまということで、翔くんは、もともと大学生、去年まで大学生だよね。す。ですね。うん。大学生で、卒業して今新社会人1年目っていうところで、大学生の本当に終わりぐらいかな。半年前ぐらいですね。半年前ぐらいから、ミニマリスト生活に憧れて、実際にその渋さんのイベントだったりとか僕のイベントとかも実際に来てくれたりとかして、かなりねここの空間見ていただいたら分かる通り、結構もう空間的にもミニマリストで結構完成されてるかなっていうふうに思うんですけども、ちょうど1ヶ月後に引っ越しが控えてるってことで、実際にねさっきまで内見を一緒についていったりとかしてお部屋も決まったということで、おめでとうございますということで、ありがとうございます。はい、引っ越しの様子だったりとか実際にお部屋をリフォームだったりとか、綺麗にするっていう部分でも、今回の動画すごく面白い動画になるんじゃないかなっていうふうに思います。ということでちょっと簡単に自己紹介お願いします。はじめまして、翔って言います。2ヶ月前まで大学生で、4月から新社会人になりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、翔くんはなんでミニマリストに憧れてというか、ミニマリスト生活しようかなっていうふうに思ったきっかけとかって何かあったりする？大きいきっかけは、渋さんの動画を見つけたということなんですけど、なるほど。僕の動画ではないみたいです。順番的には渋さんが最初で、次リキトさんになるんですけど、多分関連動画で出てきたのが一番最初で、渋さんの動画が。で、なんで関連動画に出てきたのかなっていうのが、もともと僕メンタリスト DAIGO さんの動画をずっと見てて、科学的に正しいライフスタイルとはとか、科学的に正しい勉強法は何だとか、そういうデータを見て、それを自分の生活に落とし込むのが好きで、ずっと見てて、これの1個前の部屋、大学生になって初めての部屋で、最初椅子を取っ払ってスタンディングデスクだけの生活したり、ステッパーっていう足で踏み踏みする運動器具というか、でスタンディングデスクと組み合わせて、で勉強するみたいな、それが結構科学的に一番理にかなっている勉強の仕方とかっていうのを見て、それを実行するぐらい落とし込むのが好きでっていうので渋さんの動画を見つけて、一番最初にこの部屋かっこいいって思ったのが一番最初なんですよ。
ああ、なるほど。だけどそのミニマリズムの思考だったりとか、節約目的で始めましたとか、結構いろんなミニマリストになるきっかけってあると思うんだけど、どちらかというとその渋さんのインテリアを見て、すごい美しいなとか、かっこいいなって思って、あ、ミニマリストなんだっていう風に興味が湧いたって感じ。そうですね。美観っていうのが一番最初でしたね。すごいですね。かっこいい、美しいだけじゃないんだと思って。お金の面でも生活の面でも、ミニマルに暮らした方が楽しい、よりハッピーな生き方なんだっていうのをだんだん知っていって、美しいだけじゃないんだ。このミニマルな生き方の方が楽しいんだっていうので真似してみようっていうところから、ちょっと自分の部屋の中でも減らせるものいっぱいあるんじゃないかっていうのを思ったんで減らし始めてっていうフェーズに移り始めた時ぐらいに多分リクトさんをおー、嬉しい。じゃあ今回片付けコーディネートの企画を応募してもらったそのきっかけとか何かあったりしますか？物をミニマリストになって減らすことはできたけど、じゃあそこからどう美しくさせていこうかっていう次のフェーズに移ろうかってなった時にまだまだ改善の余地があるなと思ってて、なんか俺が思ったのはこの床材とかが光沢感のある素材感はあるけど、若干ちょっと浮いてきちゃったりとかしてるんで、ここら辺とかはねちょっと改善したりとかいろいろもろもろあったりとかしますし、そもそもここからお引っ越しされるってことで物件自体も変わるんでね、そこから何かここがちょっとあんまりってところは DIY とかする余地あるかなと思うんで、そういうところはね楽しみにしたいなっていうところだし、こういうなんかお部屋に憧れてますとかっていうのあったりする？そうですね、ここに引っ越して、なんかこの床張り替えたりとか壁紙ちょっと貼ったりした頃は、いい部屋になったかなと思ってたけど、ちょうどその後ぐらいに大学の卒業旅行で一人でエミール泣き人一人ですげえな。大学生しかもエミール泣き人って結構宿泊費割とね、いいお値段するけど、あれを一人で卒業旅行で行ったっていう。そうです。面白い。5万とかするけれど、飛行機代とか含めてもろもろ10万ぐらいかかって、高かったけど、卒業旅行っていうのも兼ねてたし、渋さんとリクトさんエミール泣き人に行かれてたからずっと行ってみたいなと思ってて、エミール泣き人に行ってからもうあの空間が素晴らしすぎて、もう何も改善の余地がない完璧すぎて、感銘を受けて、で今回引っ越し控えてるので、引っ越すのを機に引っ越すタイミングでいろいろ統一していきたいなっていう感じもあって、でエミールっぽい感じでインテリアをコーディネートしてもらえたらなと思ったので応募させていただきありがとうございます。させてもらいました。じゃあもうゴールはエミール泣き人ということで、目指せエミール泣き人ってことでいいですか？エミールそれ言っちゃいけんやろ。OK。はい。ということで、今現状のね、引っ越す前のお部屋もね、せっかくなんでちょっとルームツアーというか、どんな持ち物を持ってるのかっていうので、結構ね、たくさんちょっと気になるアイテムだったりとか、ちょっと見てみたい部分だったりとか、たくさんあるので、ちょっとね、そこのルームツアーからまず撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、早速ルームツアーの方をさせてもらおうかなっていうふうに思うんですけども、早速、ここが洗濯機と、ここがクローゼット、もうこれ完全に渋さんの真似をしているというか、渋さんがパクりました。ですよね。なんか一番気になったのが、このハンガー。これは渋さんがエミール行ってた時に、なんでこのトライアングルのハンガーはっていう感じで、ずっとこのトライアングルのハンガーいいなと思って、最初は白いやつを買ったけど、リクトさんのクローゼット見て、ハンガーとかシルバーで揃えられてたから、シルバーいいなと思って、この突っ張り棒とハンガーとシルバーで統一しようと思って。ということで、服はまさかのこれだけマジやばいね。3着と今着てるシャツと半袖の T シャツと、半袖の T シャツと、これボトムスと、これ何ですか？これはリクトさんが紹介してたやつを見てパクりました。ね、そうなんですよ。僕のノースフェイスの半ズボンにもなるし、長ズボンにもなるし、しかもここにポケットついてるから iPad mini が全然入っちゃうぐらいのサイズ感で、旅行中にもね、めちゃくちゃ最適だし、なんか今撮影日が今5月下旬で、もう割ともう夏場、もうこれから暑い季節になるってことで、そうなっちゃうとね、中3のこのバックレスシャツがちょっと使えない季節になっちゃうってことで、応急処置というか、そんな感じで、そう、このね、ノースフェイスのボトムス買ったんだけど、同じの買ってくれてるんですよ。いや、僕それがすごい悩みで、バックレスシャツめちゃめちゃ収納力あるけど、そのシルエットが外に見えないっていうのがめっちゃ良くて、冬の季節とか長袖の季節ずっと着てたんですけど、これから暑くなってきて、これ長袖が着れない、これちゃんと収納力あるけどちゃんと2枚あるから、その分ちゃんとあったかいっていう特性もあるけど、その分夏暑くなっちゃうっていうのがあって、手ぶらに慣れちゃうと
ね、手ぶらの快適さがちょっと恋しくなっちゃって、確かに。いう時にリクトさんがこれ紹介してて、そうなんですよ。マジこれ本当におすすめなんで。ということで、まあ服3着と寝巻きというか、僕寝る時は普段着で着てる服で寝るとちょっと落ち着けないというか、普段着で寝て気づいたんで、ボトムスだけは、寝巻き用のみたいなのがあるんですよ。じゃあ合計で2枚含めると8枚。すげえな。俺とか渋さんよりも少ないんじゃない？あとちょっと突っ込みたいのが、ここにある。これは何ですか？これも渋さんのパクりました。だよね。なんか無印良品のあれだよね。収納ケース。スルーセル収納ケースみたいなやつ。ここに肌着とか。そうです。下着類とかタオルとか。ああ、なるほど。タオルもまとめてんだ。はい。で、ここに洗濯機があるっていう感じですね。ということで、続いてキッチンなんですけど、早速キッチン入ってから、ここに食洗機かな。はい。これはどこなんですか？これは、レンキョでレンタルしたやつ。おー、なるほど。そう、レンタルサービスでいいのがあって、僕も渋さんもお勧めしてるんだけど、大体3ヶ月はレンタルできて、それ以降はそのままレンタルし続けるか、レンタルサービスに返したりとかっていうのを選べれる、すごいいいサービスなんだけど、これ月額何円とかで借りれる？これ月2000円ですね。あ、2000円なんだ。いいね。いや、僕、食洗機いらない派の人間なんだけど、翔くんはいる派なんですね。いる派です。小野ちゃんにもいらないって、捨て捨てって言われたけど、僕結構料理をして、あと単純に後回しにしがちなんで、ああ、確かにね。シンクにいっぱい残して後回しにするよりかは、こういうのを買って、もう終わった瞬間すぐ入れて、ピッと押して、もう次の作業に移れるっていう風にした方が時間の効率もいいし、なるほどっていうので、僕もちょっと食洗機気になってはあんまり一人暮らしだからいらないかなって思いながらやってるんだけど、そういう人にとってはね、レンティオで食洗機レンタルするっていうのはすごくいいかもしれない。じゃあちょっと食器周りとかどうなってるのか見せてもらおうかな。食器はこことこことに3箇所に分かれてて、一番メインであるのが、なるほど、無印の2分の1ファイルボックスかなに入れてて、この丸い薄いやつがチョップレートってやつで、まな板にもなるお皿っていうやつで、すげえ 2way みたいな。はい。で、なんでまな板ないですよ。まな板にもなる。どうやって使うの？そのまま乗っけて切るっていう。おしゃれ。なんで切って例えばフルーツとか切ってそのままこれで持っていけるんで、洗い物も少ないし。すごいね。食器でいうとここにお椀が2個あって、これも無印良品の白いやつなるほどが2個、これが一番メインで使ってるやつですね。なるほど。と、ここにコップがあって、これコップ、はい、ダブルウォールグラス、ボタムのダブルウォールグラスってやつで、本当だ。この中に真空の層があって、ダブルウォールなんで外側と内側の壁があって、で真空だから熱いのも伝わらないし、確かに冷たいのも結露しないしっていうので、確かに。しかもデザイン的にもすごい美しくなるですよね。中のものが浮いてるようななるんで、めっちゃ美しくて機能的で気に入ってます。なるほど。でちょっと気になるのが、僕も愛用してるサンコーのお一人様用超高速弁当箱炊飯器かな。これいいよねマジで。これ何かっていうと、炊飯器もなるしお弁当箱になるっていうので、2way で使えるので、単純に洗い物も減らせるし、さらに炊飯器としても結構ね、一人暮らし用だったらね、全然このサイズ感でも十分だと思うんで、炊飯器を置く場所もいらないっていうので、これはね結構ミニマリストの方でも結構使ってるアイテムかな。ですね。はい。ということで、続いてメインルームちょっと移っていきたいんですけども、ここもね、ちょっとさっき突っ込めなかったけど、床材がこんな感じで自分なりに張り替えてて、これは何ですかね？どういう部類なのかな？一応多分商品名フロアタイルってなってたと思うんですけど、タイルっぽく、多分素材が塩化ビニールなのかなと思うんですけど、程よく光沢があって柔らかくてっていう。確かに。このね、フロアタイルとかすごいいいよね。なんか単純に置くだけだから、貼る時にもあんまり手間にならないし、引っ越す時もね、これ持っていけば楽っていうので、この素材すごくね、真っ白で本当に光沢感のある素材だから、こういう光のなんか陰影というか、こういうね、光の影っていうのがしっかり見えてくるっていうので、部屋もね、すごく明るく見えるし、すごい空間的にも美しく洗練された空間になるかなっていうところはあるんだけど、翔くんの現状の悩みというか、そういうところっていうのは、なんかどっかあったりする？なんか薄く柔らかいからこそ曲がっちゃってポコってこう出てきてるんですよね。確かにここら辺ね、確かに
結構意外と、遠目で見るとあんまり目立たないけど、実は近くで見るとこんな感じでちょっと浮き出てしまってるっていう感じかな。そうですよね。っていうのと、こういうタイル状のやつをいっぱいこう並べると、届く時にコンパクトなサイズで敷く時も一個一個合わせていくから敷きやすいっていうのもあると思うんですけど、十字のつなぎ目がこういっぱいできるんで、それが自分の目で見ると結構この十字の模様ができるんで、いや本当にね、素材感はすごいよくって、で真っ白ですごくね、影の映り方とかもすごい美しいんだけど、やっぱこういうね、なんかつなぎ目のところとかがちょっとところどころちょっと安っぽく見えちゃうって感じかな。ですね。ここら辺はちょっとね、エミール泣き人っぽいインテリア目指したいんだったら、ちょっとここも改善の余地ありって感じかな。そうですね。はい。ということで、早速なんですけども、こちら側にちょっと謎の物体というかあるんですけど、これはちょっと何なんですか？はい、これは全自動ゴミ箱って言った方がいいのかな。の投入ってやつ。なんかこう鼻かんだゴミとかあったら、ここに黒いところが赤外線のセンサーになってるんで、これね。はい。ここにかざすとこうやってすごい。捨てると3秒ぐらい経つと扉が閉まる。すげえ。っていうまずなんか自動開閉機能があります。手動でも開けますと。すごい。で一番感動してすごいなと思ってるのが、自動でゴミ袋をまとめて密閉してくれるっていうやつで、なんだそれ。ここを3秒ぐらいなんか押するとピッピッって言うんですよ。今圧縮が始まります。今これ圧縮されてんの？圧縮してます。開いた。すげえ、何これ。このやつがウィーンってこう重なって、ここでラミネートしてやばいねこれ。密閉されてるんですよ。っていうのをすごいめっちゃ綺麗。これを取り出すと自動で判断して自動ゴミ袋セットまでしてくれるんですよ。すげえ。すごいセットされてる。やばいね、これちょっと見たら欲しくなるね。面白い。なるほどね。専用のゴミ袋、リフィルってやつを買わなきゃいけないんで、なるほどね。それのストック代みたいな確かにかかりますね。僕ら住んでる福岡市とかはどうしてもやっぱ指定のゴミ袋とかがやっぱね、必要になってくるから、でも重ねるだけでねゴミ捨てれるから、そういう人にとっては全然これでもいいのかもしれないですね。はい、ということで続いてここ押し入れっぽい、なんか物置っぽいような感じなんですけど、ここちょっと見せてもらっていいですか？はい。ほんと物少ない。ここにも収納スツールあるんだ。はい。なるほど。でここにメタクエスト、僕も2持ってるけど入ったりとか、あとは会社で使うパソコンとかかな。これは大学生の時に、なる時に買ってもらって、会社のやつは会社から太陽やつがあって会社に置いてるので使ってないです、ね。なるほどね。でここに四隅大輔さんの自由であり続けるために20代で捨てるべき50のことっていう文庫本バージョンか、あったりとか、あとメンタリスト大河さんの本があったりとかっていうので、ここにあるのがスーツとか、あとギター？ギターです。ギターやってるんですか？某アニメの影響でそうなんだ。やりたいなと思って、全く同じやつを買って練習したいなと思ってるけど、時間がなくてできてない。できてない。なるほど。本がいっぱいあって。本当だ。渋さんの本とかもいっぱいある。やばいね。ここめちゃくちゃ本あるじゃん。そうなんですよ。もともと前の家がめっちゃ本あって。いや、そう。2m × 4つの本棚みたいな。だよね。めっちゃ何百冊かあって。翔くんは本当に、さっきすごい論理的に話してくれた通り、本当に本が好き、読書家というか、もう本当に本が大好きな男の子っていうので、ここら辺はね、結構本がたくさんあったんで、この引っ越しを機にちょっと見直すのもありかもですね。そうなんですよね。その前の家で何百冊かあったうちの4分の3は漫画とか小説とかだったんで、それはもう全部売ったんですけど、そのあと4分の1がここにあって、でそれがビジネス書系で、ビジネス書系は読んで僕目次にメモするんですよ。なるほどね。で Kindle とかって多分メモができない確かにのと、目次を見てこれってようやくこうしてあるけどどうだったっけってすぐ見返すっていう意味でもちょっと物理的に残しておきたいなっていうのがあって、これは改善の余地ありではあるんですけど、OK、じゃあそこもやっていこうかな。ということでここがちょっとお手洗いってことで、本当にね何も突っ込むところがないぐらい、本当に物も何も置いてないしって感じかな。タオル、トイレ用の手洗
た時に拭くタオルですけど、キッチン近いからキッチンで何か作業した時の服もここでやってるんですよ。なるほどね。その動線がめっちゃ短いからいいなと。そうなんか細かいところかもしれないけど、こういうところってねめちゃくちゃ大事で、なんかねタオルが別にこっちにもあったりとかこっちにもあったりとかするとね、動線的にもすごくなんかあっち行ったりこっち行ったりとか大変っていうので、割となんかまとめれるものはまとめてあげた方が動線的にもすごいミニマルっていうことで、こういうところはね結構ミニマリズムを感じるところかな。ですね。っていうのと、トイレットペーパー、トイレだからあるんですけど、僕の家ティッシュがなくてトイレットペーパーをティッシュとして使っているので。なるほど。これは師匠と同じですね。そうですね。 OK です。ということで続いてお風呂場ちょっと見させていただこうかなと思うんですけど、おおいいですね。もう何もないです。本当に床にほぼほぼ何も置いてないってことを徹底してるって感じで、でこれ僕も使ってるんだけど、エイト・ザ・タラスのあれだよね、シャンプーとトリートメント、これね、いや翔くんね、僕とね同じ美容室に行ってくれてて、別に僕がこの美容室がめちゃくちゃいいですとか、この美容師さんがめちゃくちゃいいですっていう風なことを説明したわけでもないのに、なんかね同じ美容室に行ってくれて、しかもね今ね髪の毛をね僕と同じシルバーにしてくれようとしてるっていうので、今ねちょっとブルーで、これから多分1ヶ月ぐらいかけて多分シルバーになってくると思うんだけど、その美容師さんが紹介してくれたのがシャンプーってところで、このねシャンプー本当に洗い流しめちゃくちゃよくって、結構ねデザイン的にもすごいミニマルで美しいなって思うんで、このシャンプーはね個人的には推してたところを翔くんが全く同じやつを買ってくれてるっていうので紹介してくれた古賀さんにも感謝だし、これいいよね本当に。めっちゃいいですね。はい、ということで、1日目の撮影、ルームツアーまで撮り終えました。ちょっとね、最後、1日目のルームツアー撮り終えた後に、こんな感じでまとめを撮り忘れてたので、ちょっと再度撮り直してるんですけども、本当に翔くんって、本当にミニマリストに最近憧れて、もうその中でも本当に美しい空間を、もう本当に短期間でパパって作られてるから、すごく素敵だなと思いましたし、アイテム選びもね僕とかやっぱ渋さんにすごく影響を受けて、なんかいろいろ集めてたりもするみたいなので、これから引っ越しをこの後するんですけども、引っ越しした後でもすごくね美しい洗練された空間ができるんじゃないかなっていうことで、楽しみですね。楽しみですね。お邪魔します。ということで2日目です。はい、ということで片付け企画2日目ということで、今日は前回翔くんのルームツアーだったりとか、軽くさせてもらって、このお部屋が現状どんな感じなのかっていうのを見せてもらったんですけど、今日は2日目ってことで、あとちょうど2週間後ぐらいかな、に引っ越しを翔くん控えてるってことで、翔くん自身もミニマリストでかなりね持ち物自体は厳選されてると思うんですけども、さらにねちょっと磨きをかけるっていう意味で、引っ越す前の段階で、お部屋をかなりクリアにした状態で引っ越したいなっていうところで、ちょっとね今日翔くんが何か片付けたいものだったりとか、引っ越すにあたって持ち物をちょっと厳選したいってことなので、僕がそのサポートをできてればなっていう感じでちょっと撮影させてもらってます。物減らし1日変わりましょう。はい、お願いします。どうします？メインから行くか、なんかどっか減らせるとこあるかなから見て、ここに本がどんとかあるから、こんな感じで入ってるんですけど、結構詰まってる。そうだ、翔くんあれなんですよね、結構読書大好きなんで、結構本が割と溜まってて、これでもねかなり減らした方だよね。減らしましたね。でこっから今日ちょっとさらに厳選していくってことで、っていうことで僕もねこの収納スツール持ってるんだけど、これアイリスオーヤマの収納スツール、いやこれマジいいよね。これ何がいいかっていうと、普通に椅子としても使えるし、こんな感じで収納する物置としても使えるので、結構ね持ち物をこういう収納とかにまだなかなかそのぶち込んだりとかはあんまりおすすめはしてないんだけど、結構やっぱりね2way で使えるものっていうのは、部屋の家具も単純に減らせるっていうので、結構ねこれおすすめなんだけど、ちょっと早速中見してもらおうかな。こんな感じか。お、早速ここ2つはミニマリスト渋さんとアパートメント301さんの著者本、これはさすがに手放さずステイで、サインもいただいてるので OK です。ということで、物減らし片付けするにあたって、これはもう基本原則であるんだけど、一旦全出しするっていう基本的になってくるかなと思うので、これちょっと一旦全部出していこうかな。お、四隅大輔さん、また四隅大輔さんこれも四隅大輔さん、すげえ。いやでも大輔さんかっこいいよね。なんか将来俺も30代40代になったら、ああいうイケてるおじさんになりたい。あの年齢より前に行けたらいいなと思うぐらい。確かにね。自由な生き方を。結構
割と太めが多いんだね。なんか100ページ200ページぐらいじゃなくて割と太めのやつが割と多い。薄さ厚さよりも内容で選んでるんで、意識はしてるんですけど。ってことでこの箱の中身が全部空になったので、ここから厳選していこうかなって感じですね。はい。OK。本だけで何冊あるんだろう。数えましょうか。すごい大量の本が。もう本当に翔くん読書マジ大好きなんですね。大好きです。翔くん的に紙の本と電子書籍ってどんな感じで使い分けたりする？もともとずっと紙の本しか集めてなくて、まあそうだよね、こんな感じだからね。っていうのが、あんまりその内容の定着率あんま変わらないけど、紙だとその物理的にこう進んでるのが分かるじゃないですか。例えば半分ぐらい読んだなみたいなとか。確かにね、一応その Kindle の本当下の方に何%とかっていうのは一応表示されるけど、実際にねその紙の本でしか分からないその読み進めた感じとか、なんかこの紙をねペラってめくる感覚が良かったりとかもするしね。メモしてるんですよ僕、目次に。へえ。本当だ。翔くんこんな感じで本当に読書家なんだなっていうのが伝わる感じで、ここにもねしっかり手書きでしかもメモしてるから本当に本大好きなんだね。はい。で130冊40冊ぐらいですね。だよね。ってことで今日は今からさらにこれをダイエットするってことで、目標は何冊？そこが難しくて、難しいね。確かに目次にメモしてるっていう点でもう買い戻しができない。確かにね。例えばその写真に撮るとかっていうのも一応できるのはできるけど、こう翔くん多分目次だけじゃなくて多分中もしっかりメモしてるから、本当に世界に一つだけしかないんですよねこの本が。だから買い戻しもできないし、なんなら売るっていうのも多分難しいよね。確かに書いてるとですね。これは電子書籍に移行できると思うんで、これはいいかなっていう。 OK。これはどうする？メルカリとかにする？メルカリめんどくさい。多いからめんどくさいし重いしってなるから、ブックオフに持っていきましょうかね。 OK。この後持っていく？でいきますか。持っていくか。じゃあこれはブックオフに行きますこの本は目次だけ写真に撮って手放す感じかな。はい。使ってるアプリはキャムスキャナーっていうアプリで、すごい写真撮ると自動で PDF みたいにしてくれる。見してすごい。こんな感じになるんだ。だから本当に写真で撮ってるっていうよりかはこんな感じでなんか本当プリンターでプリントしてるみたいな感じになっちゃうんだね。スキャンしたみたいになりますね。自動補正してくれて。これ多分本だけじゃなくて多分その書類とかにも結構使えるよね多分。ですね。なかなかなんか書類とかで使えないとか、人だったりとか、あと PDF にまとめたいとか、っていう人にはこのアプリ取ればそういう PDF とかで多分簡単に送れちゃうんで、すごいこんな感じになるんだ。だってさ、そのキャムスキャナーのさアプリのいいところってさ、大体その写真とかにさまとめるとさ、後々なんか見返さないしアルバムとかに一応入ってるけど、いちいちどこ行ったみたいな整理がすごい難しいじゃん。だからそのアプリで撮ったものっていうのに一つアルバムとして残しておけば、なんか書類は書類みたいな感じですぐ見返しやすいから、それ用途だとめちゃくちゃありかもね。こっちの方が画質というか綺麗に撮ってくれる。そうだよね、鮮明にされてるもんね。いいし。今どういう基準で残してたりする？自分が熟読した本とか。いやっていうよりも今後また見返して、頭に残しておきたい。でこれまでっていうよりかはこれからにいるかっていうのを考えてます。いやそうだよね。その基準で絶対選んだ方がいいと思ってて、結構なんか本残す基準として結構自分が思い入れがあるとか、自分が熟読した本っていうよりかはそこで残したとしても結局また引っ越した先とか、これからの生活において多分ずっとそのままこんな感じで収納にしまっておくのはすごいもったいないから、何かこれから自分が読みたくなるとか、これからの人生において自分のためになるような本っていうのを厳選して置いとくの方がいい気がする。サインがある。東京までもらいに行きました。マジ？2024年1月17日、最近やね。本はいつから読むようになったの？大学入ってからですね。なんかわかるな。俺も大学1年生になってからもう高校時代とかはさ一切さ本とか読まなかったんだけど、結構なんか大学生って割とその空き時間が結構あったりして、なんか自分が大学の授業も同じようにさ、自分が興味がある授業しか取らないじゃん基本的に。だからなんか本もそんな感じで自分が好きなものしか多分読まない。例えばさ、なんか小学校中学校高校とかはさ、なんか課題図書みたいな感じでさ、この本読んでくださいみたいなのさ、なんか宿題出されたりとか課題に出されたりとかしたけど、なんかそんな感じでなんか
大学は結構自由だから、自分がなんか好きな分野とか卒業論文とかもそうだよね。自分が好きな分野において、何かその自分が論文に書けるものとかまとめたりするから、そういった意味ではなんか自分が率先して読める本っていうのはこんな感じでいっぱい溜まっていくよね。なら大学の授業よりも本読む時間の方を大切にしてああ、そうだよね。大切だよね、本当に。それこそさ、福岡とかだったらさ、結構ブックカフェみたいなのが結構たくさんあって、伝え書店とかもね、本屋とカフェが併設されてるから、好きな本とかもね読んだりできるし、ああいうカフェがいっぱい増えてくれればいいけどね。これとこれは手放してますね。おお、手放す。でこれはもういらないと。はい。でもなんか状態もすごいめちゃくちゃ綺麗だからいい値段で売れそう。小学生の時に買って、小学校の時はあんま読まなくて、しばらく置いてから読みましたね。すごいね。じゃあ翔くん結構物持ちいいんだね。本当なんか状態もめちゃくちゃ綺麗なんだよね。エッセンシャル思考これもミニマリストの方結構おすすめですよね。ここにもこんな感じでメモがもうびっちりっていうので、次の部屋もこの本をどうするか、今みたいに収納するのか、逆に出して手に取りやすかったり半分見えるようにするのかとかも悩んでて。確かにその残す本の数にもよると思うよね。なんか本当に厳選重ねてるんだったら、もうなんならもう面置きしてもいいと思うんだよね。それはそれで多分見やすいと思うし、ただ今の量で言うと結構面置きするのは結構ハードル高いと思うから、ここに収まる数とかこう入れてって収まる数、厳しいかな。3分の1減らしたら収まりそうですね。ワンチャンいける。そうしたらさ、今どうなってるかっていうと、さっきはさ1段ここにあってもう1段重ねてたんだ、だからその1段目が結局何を置いてるかっていうのも多分見れなかったと思うから、これを1段だけにまとめるだけでも結構本が取り出しやすくなりそうだけどね。ああ、確かに。そうしよう。思い出の品みたいにワンボックス入るだけみたいな。そしたら多分取り出しやすいし、なんかこれ読みたくなった時に多分すぐ取り出しやすいと思うから、絶対そっちの方がいいと思う。はい。40代からのライフシーン。翔くん今何歳だっけ？22です。すごいな。先の時代の先行ってるっすね。でもこれ40代からこう書いたらいいですよみたいな本だけど、それを仮に20代からやったらめちゃめちゃこう、そうだよね、先行けるんじゃないかと思ってね。それこそなんか40代になっていきなり上京しますとかってなると、自分の家族がいるとかなったらだいぶ行動のハードルって結構高いと思うし、もうそれはもう体力的にも精神的にもやっぱ今が一番若いと思うから、それはやっぱ20代の若いうちとかに行動できる人って本当強いよね。こう悩んでる。そうですね。これまた読みたいかなみたいなのとか、内容ある程度頭に入ってるかなとかを見返して考えてます。なるほどなるほど。多分さ、俺が思うに結構なんか翔くんの中で悩んでる本は大体いらないんじゃないかなって思う。なんかよくミニマリストのテクニックとしてさ、即断即決できなかったらもうそれはもういらないって渋さんとかもよく言ってると思うんだけど、なんかまあそんな感じでなんか本当にこの本は絶対いるってものは多分すぐ残すってなると思うから、確かにそうだね。今からはちょっとそうだね、即断即決できないもの、ちょっとは、ちょっとこれどうしようかなやつは大体いらない可能性が結構高い気がする。その感じちょっと選んでみようか。絶対いるってやつまずピックアップしましょうか。そうやね、そうしよう。これだけは絶対もう一生読みたいとか、残しておきたいってやつだけちょっとまずピックアップしていこうかな。じゃあ今こんな感じで縦になってるから、多分一つ一つ多分取り出さないといけなかったから、これを一旦横にして見て、タイトルだけ見て絶対これ読みたいっていうのどれだろう。残したいやつはどんどんここに入れていくか。そうしよう。これは残します。残します。 OK。 これはいらないですね。これはいらない。おお、ここはどれでしょう。すごい、全部これ大悟さんの本。大悟さんのですね。迷ってる。そうですね。迷ってるってことは迷ってるってことはいらないんじゃないかっていうですね。だし、まあ大悟さんの本って大体多分 Kindle とかにあるんじゃないかな。確かにだよね。オーディオブックにもなってるんで、まあ本当に読みたいってなったら最悪買い戻せるし、まあメルカリとかでね、どうしても紙の本がいいっていうのであれば、まあ、メルカリとかで買えると思うし、これに関してはメモもしてないんで、売れるね。はい。 OK。 これは残しで。残して OK。 続いてこれも残しだね。絶対。そんな感じで多分すぐ即断即決してこれは絶対残すってやつは絶対いるんだよ。だからそんな感じで進めたら
多分結構ペースアップすると思う。うん。これは残しやね。残しで。ワンチャン渋さん動画見てるから。こんなところで渋さんの本捨てます。これいらないですって言ったらちょっとバットボタン来そうやね。ここはちっちゃい方かな。文庫本ですね。うん、文庫本。でこれもなんかね、結構大悟さんの本が割と多いんだよな。すごいね。大悟さんって本当何冊出してるんだろうね。いや、やばいですよね。ね、こちらはどうでしょうか。これがもう身についたかなっていう。身についた。OK。これももう日本のヤバさが分かったんで。日本のヤバさが。これは残しで。残しで OK。多分これからいると思うんで。じゃあ残しで。これはいいかな。うん、良さそう。はい。いいメンタリストにはならないんで。こちらは。まあ最悪パパさんの方に関してはこれ見れるよね一応。そうですね。確かに。わあ、なんか手放しますって言いたくないけど手放します。パパさんすいません。こちらはどうでしょうか。はい、これはもう絶対に絶対 OK。よすみさん結構減ってきた。いいね、いいペースです。これはいいですね。学び終えた。どんな本を読もうかなっていうのを50冊載ってるんですよ、心理学系の本。っていうので探すために読んでたけど。なるほどね、自助的な感じか。そうです。専門家になろうとしてないんでいいかな。大丈夫。ラストこの10冊ぐらいどうでしょう。これはなんか僕大学入った当初起業しようと思ってたんですよ。マジ？学生企業みたいな。はい。すげえ。そういうブランド的なのもあるし、なんかなるべく早く起業してなるべく早く失敗を経験してでそこからまた最初のは失敗してもいろいろまた何回も挑戦してやっていこうと思ってたんで、これはいろんな企業のなんかケーススタディが載ってて、確かにっていうのは今後も活かせそうだなと思うんで。確かに翔くん将来的にフリーになりたいって言ってたから、そういう時に役立つかも。ラストスパート大悟さんの本がたくさんいらないですね。いらない。 OK。これはもういいですかね。大丈夫。なんかこれも人生のベースになることがいっぱい書いてあったから残します。 OK。 はい、ということで、一通り本全部見返してもらって、こっちがいらない本でこっちがいる本ってことで大体多分2分の1、半分ぐらいになりましたよね。僕からのアドバイスとしては、さっきこの収納ケースに入れてもらった時に、ここがねさっきは1段にプラスしてもう1段あったんだよね。ってなったらここにね本が1段目の本が埋もれちゃって、本のタイトルとかも全く見れないから、なんか見返したい時にこんな感じで1段目に全部まとまってる方が多分見返しもしやすいってことで、まあこの1段目だけに収めれる範囲でっていうのをね守ってもらってこんな感じにまとまりました。じゃあちょっとここら辺がせっかくなんでちょっとここも綺麗にちょっと並べてみようか。そうですね。はい、ということでこんな感じでちょっとね綺麗に収納の方ちょっと丁寧にまとめてもらったってことで、今からこっちにある本は全部ブックオフに売るっていうことで、思ったよりめちゃくちゃ出たっすね。すごい。これ全部で何冊あるんだろう。数えてみる？そうじゃん。なんでこんなに本数えるの早いんやろうと思ったら、翔くんもともと本屋の店員さんですよね。そうです。本屋でバイトしてました。アルバイトだったもんね。何冊？6、70冊ぐらい。おお、すげえ。6、70冊。すごい。この短時間、多分1時間ぐらいで6、70冊捨てれたってことで、これを早速ブックオフに持っていきます。ということで、僕らちょっとミニマリストということで、エコバッグの袋が足りなかったってことで、ちょっと見た目は悪いんですけど、ゴミ袋用意しました。なんでこれをちょっと持っていこうと思います。はい。いいね。これでだいぶ収納もかなり軽くなったんじゃないかな。引っ越しも楽になりそうです。次この中ですね。おお、結構詰まってる。これは日用品とかかな？消耗品とかガジェットとか、なるほどなるほど。ちょっと思い出の品がこの辺にあったり、書類系とか。OK。じゃあこれもちょっと厳選していくって感じかな。OK です。じゃあここもさっきの本と同様全部出す。お願いします。なるほどね。翔くんは外箱を持っとく系ね。一緒です。僕も渋さんに言われました。外箱はいらないって言われました。別に外箱とかいらんから捨てたらよくないですか？確かに。でもさ、実際さ、その中古買取ショップとかにもさ売る時とかさ、外箱の値段ってあんまり関係ないみたいで、ぶっちゃけそのなくてもあっても数百円ぐらいの多分違いだろうから、考えるとね、いらなくてもいいのかなって思ったりはするけどね。あと例えばメルカリで出す時に、梱包の仕方がめんどくさいからっていうのもあります。わかる。これだともうこの箱で送れるから。確かにわかる。掃除タイムですね。
そういえばね、あれなんですよ、この収納すごいいいのが、こんな感じで収納としても使えるのはもちろんなんですけど、下になんか板みたいなのが入ってて、これを取り除いてあげると、よいしょ、こんな感じで畳めるから、引っ越しの時とかもこれだけで移動ができちゃうから、本当にね、小スペースでコンパクトにまとめるっていうので、畳めるのももちろんだし、収納ケースとしても使えるし、普通に椅子としても使えるって感じで、っていう意味でこれはすごくミニマリストの方使ってる方多いと思いますね。逆に僕はなんか引っ越す時に畳むじゃなくて、もうこれをなんか段ボールじゃないけど、ああ、なるほどね。そういう使い方もできるのか。よっしゃ。ということでこんな感じで一旦、この箱の中身、収納ケースの中身を全部出してもらったので、ここから本と同様ですね、今の生活というかこれから翔くんは多分引っ越すと思うんだけど、引っ越す時に絶対いるってものは残して、それ以外は全部手放すって感じで進めていこうかな。はい、よっしゃ。まず、年金手帳とか、おお、そうね、お薬手帳とか、なんか昔の千円札おばあちゃんにもらった。すごい。夏目漱石1000円初めて見た。思い出の人なんですけど、仮面ライダー好きだった時に地元の遊園地にキャストの方が来て、朝から並んで、翔くんら世代、僕と翔くん年齢1歳しか変わらないから同じだけど、電王とかでしょ。あ、そうですそうです。電王とか響とかだろ。ブレイドとか。小1の時に電王で、懐かしい。なんか展示館みたいなの俺も行ったな。歴代なんか何十周年とかで。そう結構定期的になってますね。そういうのあるよね多分。なんかマスクを2個だけ残してあるんですけど、コロナ禍の時に買って2個だけ残しておこうってなんかある時に。確かに結構ね、コロナになってマスクが結構不足してたから、結構残してる人多いと思うんだけど、今は全然マスクどこでも手に入るから、最悪必要になった時はあった方がいいけどって感じで、今 2本。でも捨ててもいいですけどね。そうね。いらないです。これは残しますね。出た。これはシャオミの電動ドライバーってので、ミニマリストの愛用品チャンネルでも一回これ紹介したんですけど、それ見て買ってくれたっていうわけじゃなくてって感じ。それ見て買いました。そうなんだ。嬉しい。こんな感じで、僕らちゃんとインフルエンスしてるんでこれは残しますね。僕が初めて編集させてもらった動画。そうかそうか。これそうだ。この動画そうだ。翔くん動画編集してくれたんだ。おお、いいね。っていう意味でもちょっと思い出の品じゃないけど、思い出の一品みたいな。でこれはこれとこれがセットで買って、箱どうする？次の家で使うし、今のところ売る予定もないので、箱はいらないかなって。そうやね。例えばこういうアップル製品とか結構さ需要が高い製品だからあれだけど、スイッチボットぐらいだったらね、全然箱ぐらいだったら全然手放しちゃった方が結構場所も面積も多分取るから、これがないだけで結構引っ越しもかなり楽になるんじゃないかなと思いますね。これは処分ですごいこんな感じでまとまってる。これは美容グッズ？違うか。文房系、体温計とカミソリ。これもほとんど使ってないですね。確かにね、この収納にあるぐらいだから多分結構使い頻度としてはかなり少なめだと思うし、自分の美容系とか、このクリップとかもそうだけど、ここはなんか物の住所というか一つに固めちゃった方がいいと思う。多分洗面台に置くなり、そうだね、いらないんだったら捨てるなりした方がいいと思うね。この辺はどうでしょう。これもあっちに元の場所に戻します。じゃあさっき置いたものは早速持っていこうか。物の住所を定めるっていうのはめちゃくちゃ大切で、ドライヤー系はここに入れてるんで。なるほど。まとめてるんだ。はい、素晴らしい。まだゴミ捨てなきゃいけないんで。そうやね。ゴミ袋を持ってないけどさ、これさいちいちさ、これ開けてさ、あっちにゴミ箱あるじゃん。だったらキッチン下の方がいいんじゃないかな。確かに。だってこれはさ上から開けんといけんけどさ、キッチン下だったらさもうそのまま引くだけじゃん。確かに。あっちの方が楽なんじゃないかなと思うけど。そうっすね。あっちにするか。ということで僕のアドバイスが採用されました。絶対ね、こっちにゴミ箱あるからキッチン下の方が結構取り出しやすいんじゃないかなと思う。これはもしやミニマリストの必須アイテム、広角レンズ的なです。おお、これ iPhone に取り付けるやつ。 iPhone にクリップで付けられる。すごい。渋さんに YouTube ライブであれなんですかって聞いて、これですよって送って。なるほどね。はい。これも使う。はい、使います。これがゴミ箱の充電器。はい。これ専用なんだね。専用なんですよ。この形なんですよね。これはね USB-C とかで統一してくれたら嬉しいよね。これあれです。おお、デジタル名刺。デジタル名刺です。いいね、これ欲しいんだよなこれ。でもさ、最近さアップルがさ、そのデジタル名刺じゃないけど、その連絡先をさiPhone と iPhone かざすだけで交換できたりとかっていう機能ができちゃったから、こ
これもねすごくめちゃくちゃいいんだけど、僕はねその機能が追加されてたから、ネームドロップですよね。そう、ネームドロップよく知ってるね。これいいのが QR コードでも出せるんですよ。あ、そうなんだ。名刺なんで、これなくてもQR コードで読み取ってもらえば出せるんで、へえ、すごい。じゃあ最悪カードがなくてもこの QR コードだけお願いしますって言ったらすぐ出れるんだ。なんで僕は持ち歩いてないですもん。会社では使ってない？これはなんかデジタル名刺はダメって言われて、そう紙のやつじゃないとダメですって言われて、そうだよね。さすがにもうデジタル名刺は結構先行ってる気がする。保険証とか免許証はいる、これが投資してる口座のカード。投資してんだ。意識高え。NISA をやってます。すげえな。大学生でしょ？大学生からやってるんでしょ？から20歳になる時に始めました。マジ？すげえな。20歳で確か結構早い気がする。結構いる、周り。いや全然いないです。いないよね。俺も新入社員でやってるの僕だけでした。すごいね。渋さんもこんな感じでやってるんやろうね。お片付けの、大変よね。時間かかるよね。まださ、翔くんはさミニマリストでさ、自分の中でさ、これは残す、これは残さないっていうさ判断基準がさ、結構まだクリアになってる状態だからあれだけど、今から片付け始めたいとか片付け初心者の人にとってはさ、もうこれがまず捨てていいのか、捨てちゃダメなのかっていうところからまず始まると思うし、何から手つけていいのかっていうのが分からない人多分ほとんどだと思うから、ミニマリスト的なさ目線で言うとさ、最初クローゼットから捨ててみたいな、で次本とか書類とか日用品、家具家電とか、最後思い出のものっていうさ、その一つのなんかシナリオじゃないけど、そういうのがさ決まってるだろうけど、本当初心者の人はさまず何から手つけていいか分かんないっていう状態だと思うから、大変だよね本当に。こちらはどうでしょう？箱系ですね。外箱系が結構多いですね、翔くん。ちょくちょくね、僕とね渋さんでね紹介した商品があるんだよな。これもチームデミっていう文房具セットだよね。あるんだ。おお、そういやこれマジいいんですよ、チームデミ。本当だ。こんな感じでね文房具が中に入ってて、もうほんと一つ一つね物の住所がこんな感じで定まってるっていうので、本当に美しい文房具セットなんですよねこれ。これもミニマリストの愛用品チャンネルで紹介したところ買ってくれたのかな。おお、すごい。こんな感じで僕らしっかりインフルエンスできたっていうのが証明できました。正直ね箱いらないんじゃないかなと思うけどね。箱美しいから。箱美しいよね。そうなんだよ。箱見るの初めてだ俺。僕もともと箱めっちゃ取っとくタイプで。なるほど。プラモデルの組み立て終わった箱とか取ってたし。はい。確かにその気持ちめっちゃわかるな。売ることも今のところ考えてないし、いいんじゃないかな。これはいいんじゃないかなと思うけどね。どうでしょうか。捨てます。素晴らしい。っていうことでこんな感じで結構ね、翔くんは割と僕もそうなんだけど外箱は結構残すタイプで、メルカリの梱包とかもやっぱしやすいようにっていうのでやっぱ残しちゃいがちなんだけど、意外とこういう収納ケースとかに入れてると結構外箱ってこんな感じで大きいものだと結構体積取っちゃうから、引っ越す時とかにもね結構荷物になるしっていうの結構大変だと思うんだけど、中古買い取りショップとかで値段調べたら意外と外箱あるかないかって結構値段にあんまり影響がないみたいで、別にあってもいいけど、なくても全然いいアイテムだったりするんで、なかなか手放せないっていう人は一通りその価格だったりとか調べてみて、どれぐらい違うのかなっていうのを調べてみると結構あんまり影響なかったりはするので、そういう人にとっては外箱も個人的にはいらないんじゃないかなとは思いますね。っていう感じでどうでしょうか。これあれですよ、モバイルバッテリーのモバイルバッテリー箱で、これ充電器の箱で、箱なくても売れますよね。そうやね。アンカーとか、CIO とかもこういうガジェットとかは値段としても単価としてはそんな高くないし、メルカリの梱包材とかの方がコンパクトに配送も結構簡単だと思うから、これに関しては全然捨てちゃってもいいんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ続いてこの辺かな。アップル系ですね。どうする？これはまずレンティオでまだ借りてる状態なんで。なるほど。それはじゃあ絶対残しとく。すごいね。レンティオアップルペンシル借りれるの？初めてした。いくらなの？月2000円ですね。2000円？いいね。なんかアップルペンシルってなんか使う時と使わない人と一緒使うっていうイラストよく描いたりとか、スケジュール手書きでするっていう人は結構 Apple Pencil 使うと思うんだけど、なんか例えば本当に使うシーンだけ、大学の授業だけ使うっていう、短期間で使うっていう人にはレンティオでレンタルしてみると結構いいかもしれない。初めて知った。面白い。iPhone は多分ちょっとしたら売るかもしれないんで、一応取っといて。僕正直いらないなって思うのはどちらかというとこの AirPods Pro 箱は
結構さこれさ高さあるじゃん、だから梱包する時とか意外と多分ケースだけの方が小スペースで配送料もあんまかからないし、結構 AirPods Pro ってさ割とそのいらなくなるっていうよりかは使えるまで使うじゃん AirPods とかは、だから多分売るってこと多分想像できる、機能的に売るのはないんですけど、僕が今持ってるのが、充電の端子がライトニングです。ああなるほどねそっかそっかっていうのでタイプ C に買い替えるかもってなるほど懸念点があるね、はい、OK じゃあこれは残しておこうか。はい OK ってことで一応一通り箱は終わりましたと、はい、いらないものは一応こちらに残して、いるものだけ一応ここに厳選してるっていうので、まあ、結構ね箱も減らしたからその分体積も結構、余ったかなって感じですね、ここら辺どうでしょうか。ガムテープメルカリで梱包してる時の梱包資材がこういっぱいあるんですけど、なるほどね、最近メルカリで出すこともほぼなくなってきて、だし多分これもさそうだけどメルカリ梱包用でさ買ってるさやつってさこんな感じでもともとそのシールがあるから梱包前提に多分作られてるんで、まあ、ガムテープあってもいいと思うけど、まあ、なくてもいいんじゃないかなって思うけどね。ああじゃあいらないか。いらないと思う。これあれですね、説明書類、説明書でまあおすすめなのは多分知ってるとは思うんだけど、まあトリセツってアプリだったりとか、まあ、あとこの豆乳っていう製品の商品名、まあ、ネットで検索してもらって説明書とかっていう風に打ってもらったら多分出てくると思うんだよね、どうでしょうか、じゃあ手前します。大丈夫かな。はい、OK。これはタイプ C だからいらないですね。どうでしょうかこちらは。これは三脚は使ってるんでいりますと。でこれさっきの除毛クリームでこれ冷えを襲ってるのこれでやってます。ああなるほど。除毛クリームとかさワックスとかもさ、正直洗面台とか紙セットするのってどこでやる？ああ確かにこっちじゃないですね。こっちじゃない。だったらこっちなんじゃないかなと思う。確かに。これはあるべきところ。そうやね。あるべき住所に。あ洗面台とかそっかないんだ。独立洗面台がなくてもお風呂の中になっちゃうんで。ああなるほどね。そうなるとこっちの方がいいと思う。こっちかな。こんな感じであるべき住所に戻してどうでしょうかここら辺は。スーパーマリオ 3D ワールドフューリーワールドこれ割と最近のやつやね。最近ですね。だよね。これもうスイッチ持ってないですけどカセットだけあるっていう。持ってないそんなことある。これはもう絶対売るやつじゃない。そうです。そうやね。これは売りに行きましょう、すごいなんか大事そうなノートが。これは秘密のノートですか。なんか本に直接メモする前に本で学んだことをここに書いてああなるほどね。これも読書ノートなんだ。です。すごい勉強熱心。じゃあこれはいると。そうですね。じゃあ残しておいて最後書類系どうでしょうか。卒業証書ミニマリストは持たない人が結構多かったりするけど、これあれですよ。僕習字をやってて、ああ認定証みたいな。そうです。免許じゃないけど、これだけ僕が多分5段より下の人は教えられますよみたいな。何教える免許みたいな。はい。すごいよ。確かに翔くん確かに字綺麗だもんね。なんか気抜いてると汚いけど綺麗に書こうと思えば書ける。すごいね。そのなんか免許みたいなものなんで一応いりますね。思い出ました。おおすごい。銅賞とかいらない。たくさん賞状が金賞しか残さない感じ。金銀銅と金の上に漢方賞ってやつがあるんですよ。収入は。もっと上があるんだ。が一番上で、一番下の銅賞だから。なるほどね。中途半端だと。来た。これは大学の卒業証書学域。福岡大学卒業ということでいらないんだけど、なんか高校までの卒業証書と比べてなんかそういうのでなんか後で提出を求められることがあるのかなと思うんですけど、その場合は多分大学が発行してくれるんじゃないかな。僕もそう思って多分捨てたし、一応取っておいてにしようか。はい OK。 書類系ですね。この辺書類系か。前の家のいつもちょくちょく、なるほどね。これなんか24時間電話対応ありますよ。前の家系は多分いらないよね。いらないですね。大学も卒業したんで保証とかも、学生保証とかもいらない。そうよね。まあこんな感じで多分その引っ越しをするタイミングでしか多分こういう書類系とか多分見直さないと思うから、まあこういうタイミングをちょっと逃すともう一生見返すことはないと思って見返すのは結構大事かもしれないですね。新型コロナワクチン接種予診書何ヶ月か前に来たやつなんですよ。またなんか何回目かありますみたいな。ワクチンまた打ついやーもういいっすね。まあだし、まあ会社であるんじゃない多分。俺も来るけど。いやいらないっすね。大丈夫か全捨てで。そうこれが今のやつ。今の家の契約書系。これも一応退去するまで持っとくってことか。これが前の家ですね。そ
そうですね。こんな感じで多分前の家の書類とかも多分残ってるから、こういうの多分いらないですよね。はい、ということですごいこっちがいらないものでこっちが入れ物っていうことで、さっきね、収納の中が結構ごちゃごちゃにふわって溢れ返ってるぐらい結構物が敷き詰まったんですけど、もうここはね、空間残して、こんな感じでまとまったと。で、意外にもこっからこんな感じで、紙の書類とか、あとはいらない外箱とか、もろもろ含めて、こんな感じでいらないものが出たので、これは全部捨てるって感じで、処分していきたいと思います。はい、ということで、3時間、物を捨て始めて、こんだけゴミ袋が出ました。ちっちゃい袋ではあるんだけど、1,2,3,4,5と、あとはここのメタクエストの外箱と、あと中の本体と、あとね、これもブックオフにあと売れるってことで、ざっくりこんな感じでミニマリスト部屋からこれだけゴミ袋が出ましたということで、どうですか、捨ててみて。意外と捨てれるというか手放せるものあったなって、本が結構多いですけど、結構ね、もうこの、5袋中、3袋はもう全部本ってことで、この後ブックオフに本を売っていきたいなっていうふうに思うんですけど、結構ね、本がたくさんあったね。引っ越しのタイミングだから見直せたっていうのも確かにね。そうなんだよ。なんかこういうやっぱ引っ越しのタイミングとか何かそのきっかけがないと多分物を減らすのって結構難しいと思うんだけど、そういう人にとってはね、これから引っ越しするとか、そういう人にとってはこういうきっかけを逃すともうそこからもう一生引っ越しできないっていうふうに思ってもいいぐらい、きっかけって結構大切かなと思うので、今まで本棚も結構大きいのパンみたいな、持ってたけど、それを厳選してさらに今回また厳選したと思うんだけど、厳選した先にまた厳選したものってやっぱライフスタイルによって多分読みたい本とかこれから見返したい本とか多分ライフスタイルによって多分変わっていくと思うから、そういった意味では結構いいきっかけになったんじゃないかなと思います。はい、これからちょっとブックオフの方に行ってこの本だったりとか売っていきたいと思います。清掃を開始します。もういいね。片付けをして床が汚れてしまったのでお掃除ロボットに掃除してもらってます。本を売りに行ってます。着きました。売りに行きます。でね、片付け終わりの焼肉です。買い取りが出たそうです。おお、13,000円、すげえ。意外と63点やもんね。すげえ。これは思ったよりじゃない、1万もいかんと思ってたけど、すごい。ってことで翔くんがおごってくれるほどです。いや、いいよ、さすがに。すごい、こんな感じで見れるんだ。単行本、単行本のさ、アニメのやつがさ、1冊300円とかやけん、それが20冊ぐらいあるけん結構やない。これは勝ちじゃない。ということで翔くんにおごってもらいました。ありがとうございます。次は新居で。ありがとうございました。おはようございます。今日は IKEA に来たってところで、ちょっとインテリアでなんか気になるものとかをちょっと IKEA でちょっと見つつ、そうですね、ブラブラちょっと散策していこうかなって感じですね。なんか IKEA はなんかすごいデザイン性があって、なんか本当に価格も低価格だからすごくね、いいもんばっかり揃ってるから、結構インテリア選ぶ上で結構やっぱデザイナーズ家具とか言われるようなものって結構価格すると思うんだけど、そういった意味では IKEA って、割と高見えするアイテムがめちゃくちゃ安く売られてるから結構いいんじゃないかなと思いますね。今日一日ちょっとね、今日土日なんで人多いかもしれないけど、ちょっと見ていきたいと思います。初 IKEA。なんか早速ここにあるね、イサム・ノグチさんみたいな。これしかも価格がね、1400円とか、ジャパンディーな感じを演出するのにすごいいい気がする。土日夜景やっぱ人多いなね。こういうのに結構惹かれる。こういうのいいですね。スター・ウォーズ的な感じ。確かに。なんかね、こういうのだったらあんまり場所取らないし、これはなんていう商品なんだろうね。ピリスコット。ピリスコット。15000。なんか無印にもこういうのあるけどさ、意外となんかこういうさ、配線がさ、こっから通ってなかったりとかするけんさ、意外とこれありがたいけどね。軽いし。800円か。しかも個人的お目当てのテーブルトップコーナーだった。でも僕が欲しいのはちょっとないな今。スタンディングデスク。電動機は憧れるけどね、意外とこれ時間かかるよね。ケーブルとか繋がないといけないのが煩わしかったりするから。逆にこれがめんどくさいからずっと上げたままに確かに。
れ下がってるか。めっちゃちょっとずつ下がってます。超ゆっくりじゃないこれ。これする前に疲れるね。これホナミンさんの動画で紹介されてた。でもホナミンさんのやつはあれ無印良品のやつだったけど、IKEA だったらこれ999円。意外とそこもしっかりしてるからいいかもねこれ。しかも結構軽い素材が。高級タワマンとかでありそうなヒカキンさんとかがさ、これでさ、なんか火事が起きた時も対処できそうみたいな言ってた。なんかいいね、ここら辺のボタンとかもさ、すごいミニマル。些細な IKEA に感動する初 IKEA 男。あれ、翔くんのお友達がいっぱいおるね。いいんじゃない？ミニマリスト部屋に大量のぬいぐるみみたいな。ぬいぐるみ系ミニマリストで新しいジャンル気づけそう。あ、いいね、ここら辺の植物とか。ヘイカ、人工観葉植物ってことはまあ作り物なんだろうけど、こういう植物だったらね、吊るしたりとかもできそうだし、あんな感じで。しかもこれ499円。旧価格799円。そうなんかね、IKEA の商品って人気なものこそ価格改定で安くなるらしい。どんどん。すごいよね。普通さ高くなると思いきや安くなるっていうね。ああ、ブラインドホップバルズ。あ、これあれだわ、トバルグさんが使ってたやつだ。こういう感じの素材感。断熱素材だから日差し和らげてくれる。電池式電動ブラインド。どっちにしろ多分ケーブルがいるだろうね。すごいね、電動のブラインドとかあるんだ。来ました、今日の目玉。でもすごいね、こんな感じで鏡に照明がついたりとかするやつもある。こういう感じに。ああ、なるほどね、そういう系が気になってる。ここら辺も照明系。なんかさっきと違うやつもあるね。これ399円ね、さっきのはさ、線がさ縦であるだけだったけど、これはなんかこんな感じになったりするの。399円ってやばいね。これさ、東京オリンピックのみたいじゃない？聖火台みたいな。かっこいいこれ。すごいね、気になるねこれ。おお、すげえ。これ美しいな。でまあどちらかというとこっちでしょ。こっちですね。白い方。これワンチャンありかもな。これちょっとなんか謎のミニマリスト心がくすぐられるアイテム。これ見てほしい。すごくない？テーブル兼空気清浄機スタルクビント。これもまあスマート家電なんだろうね。だいぶメカニック。すげえかっこいい。すごいね、これも空気清浄機。なんか普通に家に置いててもいいし、空気清浄機としてもかっこいいね。そうなんや、ここが一番 IKEA のメインスポットみたいな。ここに在庫とかがあるから、なんかこんな感じでなんか商品番号とかあるじゃん。なんかそういうの探してここから取れるよみたいな感じ。っていうことでもう終わっちゃったけど、ビビッとくるものはあったかな。何個か写真に撮ってるんで。ああ、そっかそっか、それ見るか。ちょっとお昼休憩するか。そうですね。ということでとりあえず、ご飯食べてちょっと作戦会議しようかな。ということで、IKEA でプチ休憩ってことで、なんかよくわからんものをたくさん買って休憩して、ちょっと作戦会議しましょう。2階に行きます。来た。美しいなマジで。買うとこれ買うんや。いやでもこれいいもんね。めっちゃお部屋のアクセントになるし。そうね。これ個人的に結構ミニマリストっぽさを感じるけど、どう？逆ですね。絶対にこれ買いたくない。買いたくない。そうか。すごいね。IKEA もセルフレジなんだね。ということで29,983円。ギリ3万いかなかった。いいね。現代やね。今日の集荷物結構買ったね。IKEA のソフトクリーム50円。すごい。ねえ、安い。ということで買い物終わりのアイスクリーム。翔くんにおごってもらいました。ありがとう。これ50円一つ。めっちゃ安い。ってことで3日目終了。今日どうでした？初めてIKEA入ったんで、めっちゃいろいろおしゃれなのがあって、でなんか他の家具屋さんとかに比べると、ミニマリスト心にさせるおしゃれな。確かにね。楽しかったですね。結構いっぱい買っていいお部屋になるのではないでしょうか。ということで、撮影3日目はこんな感じで終わり。次はもうついにあれかな、新居かな、次は。頑張っていきましょう。ありがとうございます。こち
邪魔します。はい、ということで、撮影4日目になります。今日は引っ越し、なんと当日ということで、1日目、翔くんのルームツアーを撮らせてもらった後に、2日目は翔くんのお部屋を片付けさせていただいて、クリアにさせた状態で、3日目、この前、IKEA に一緒にお買い物して、何か IKEA で気になるアイテムとか購入して、インテリアもかなりね、揃って、で、その後床材とかいろいろ購入したのかな。で、今日早速その床材がなんとね、届くってところで、今からこの引っ越し業者が今から来られるみたいで、早速新居に行って、床材入り替えたりとか、いろいろね、もろもろちょっと今日作業していこうと思うので、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということで、そんな感じで4日目スタートしていきたいと思います。ちなみに持ち物はこれだけかな？これと洗濯機とポッピンアラジンだけですね。なるほどね。箱が1234566箱、と、収納ケースとか、ベッドとかって感じかな。そうです。結構ポップインアラジン取り外し簡単だよね。ね、工事不要っていうのがすごいポップインアラジンいいところだと思うから、っていう感じで着々と引っ越しが進んでおります。本とか売った時のメタクエストのバッテリーが新しく送られてきたやつがあって、2個あったから1個いらないなと思って、新品未開封のやつをメルカリで売ったんですよ。13,000円で売れました。すげえ。あれ13,000円するんだ。そうですね。じゃあ、本がだいたい13,000円。13,000円で、これも13,000円だったってことで、だいたい25,000円ぐらい不要品でお金に換えれたって感じかな。いいね。IKEA で買ったのが3万ぐらいだったから。確かに。13,000円、16,000円ぐらいだったから、もうほぼ手出し5,000円で買えたみたいな。そうだよね。この前IKEA で買った購入品、こんな感じであるんだけど、それがだいたい2万、後半ぐらいだったから、もう本当にその代金が回収されたっていう感じかな。です。いいね。順調です。業者さんが来てくれました。暖房の方を出していきますね。絶対物少ないなと思われる。本当にこれだけなんか逆にどこかどうしてるんだね。そうこれ隠してないかなと思う。ありがとうございます。やばいね、荷物なくなったね。声がめっちゃ反響するから。確かに。引き出しの中身もすっきり。ということで、引っ越し業者の方が今荷物運んでくれて、もうね、家の中も何もないような感じで、もう床も何も置いてないような感じで、どうですか？今もう物がなくなって。一番はその床を白くしてたのが木目が出てきて、僕木目調あんま好きじゃないんで、確かにそこはちょっと昨日からずっとそわそわしてました。ちょっと今から引っ越しするってところで、今からちょっとね、新居に行っていきたいと思います。解散この家に来るのももう最後。ありがとうございました。お邪魔します。契約書系かな。お邪魔します。内見ぶりいいね。広い。前の2年に比べるとだいぶ広くなった。1.5倍ぐらい。こっちがメインスペースで、あっちが今のところ寝室で考えてるところ。そうですね。で、向こうがバスルームかな。で、ここに洗面台、大きな鏡があって、こんな感じ。広い。こっからの眺めがすごいいいよね。で、床もこんな感じで、モルタル調というか、すごいいい感じの質感なんだけど、これもなんと今日全部張り替えます。こちらで全ての作業終了となります。ありがとうございました。はい、ということで、今ね、業者さんに来ていただいて、引っ越しの作業が終わりました。本当にね、翔くん、物の量が本当に少ないってことで、引っ越し作業もだいたい30分ぐらいで全部終わっちゃいましたね。それは何でしょう？いろいろ頼んだから。そうなんだ。ちょっと入ってますね。シーリングライト。なるほどね。このね、ポップインアラジンのシーリングライトを取り付けるときに、このね、部品が必要ってので、これも頼んだみたい。早速それを使うっていう。使い方絶対違うだろう。今から早速新居に着いたので、まず最初にポップインアラジンの取り付けからしていこうかな。
はい。よいしょ。ということで、今回この天井に取り付けられているこのダクトレールっていうこの黒い線がちょっとね翔くんあんまり気に入ってないので、はい、今日用意したのが前 DIY で使ったこのマスキングテープみたいなものを使用して、今からちょっとこの黒い縁をちょっと白くしていこうかなっていう感じですね。はい、前より天井高いみたいな。ちょっと高いかもしれないです、ね、いいよね。天井高い物件って圧迫感ないし居心地いいよね。おお、いい感じやね。しかもあれじゃん、チームデミの文房具セットのやつ使ってやってるみたいな。そうです。ということで、ちなみに引っ越し料金が出たそうで、はい、いくらでした？この荷物、全部運んで、搬入するまで、なんと22,000円でした。すごい業者使って22,000円は結構低い気がする、まあでもその距離感的にも徒歩10分圏内、で翔くんめちゃくちゃ荷物が厳選されてるから、確かにね、22,000円でも納得するのは納得するけどにしてもね、聞いたことないよね、22,000円って安かったです。一般的な引っ越しだと多分10万、そうだよね、15万とかですよね。その距離的にもいるけど、多分例えば九州から関東とかだったら10万15万。確かに。いやでもすごい安く抑えれましたはい、はい。ちなみにあれだよね、今回の引っ越し費用っていうのは全部今のところ会社が負担してくれてるってところで、そうですね。翔くんに請求とかは一切ないけど、22,000円でしたってところで、多分会社も喜んでるんじゃないかなそうですね。はい、ありがとうございます。っていう感じでダクトレールの部分が貼り付けが終わりました。はい。いいね、翔くんめちゃくちゃうまいね、貼り付け。ありがとうございます。すごい綺麗な気がする。ということで、黒いダクトレールが白に変わったので、ここからポップインアラジンをここに取り付けていきたいと思います。はい。ポップインアラジンの本当取り付けはめちゃくちゃ簡単で、工事不要なんですけど。おー、ついた。点灯成功です。ということで、今回ポップインアラジンここの位置につけた理由なんですけども、一応ね今のところこちらを寝室にしようと思ってて、で夜寝る時とか、ポップインアラジンをねこの壁に投影したいということで、こちらにつけた方が、映画だったりとかアニメとか鑑賞することができて、お部屋の真ん中に置くってよりかはこんな感じで端につけていた方が、ポップインアラジンで投影できる画面のサイズ感っていうのが大きくなるっていう意味で、一番ね端に取り付けてやろうってところで取り付けてます。おー、結構いい大画面。そう、こんな感じ。ポップインアラジンは台形補正ができて、しかもね高さも調整できるんですよね。これね多分ね100インチぐらいあるんじゃないかな。僕んち110インチなんだけど、それぐらいのサイズ感ある気がするな。100インチぐらいじゃないですか。おお僕の予想が当たったみたいで、ちょうどこれ100インチみたいです。すごい。前の家よりも全然でかい。いや全然でかいっすよ。おー、いいね。ちなみにこれポップインアラジンの確か SE だったっけ？そうです。今回100インチになって、本当にねホームシアターというか、映画館みたいな環境で、アニメめっちゃ好きなんだよね、翔くん。そうですね。アニメとかあと映画とか楽しめるんじゃないでしょうか。これさ、荷物移動させた方がいいんじゃないやっと引っ越しっぽくなってきたおお、いいね美術館っぽさありますね。そうね。ちなみに荷物をさっきこっちに移動させたんですけど、100インチめちゃくちゃ広いね。大きいですね。ということで、この前ね、3回目の撮影した時に IKEA で買った購入品があって、この IKEA の PS2014 っていう照明、これね本当にお店見た時本当におしゃれで、こんな感じで、吊り下げ式のこういう、紐みたいなのがあって、それを下げることによってこんな感じで段階式で本当に東京オリンピックの聖火台みたいな形で開いてくれて、すごくねインテリア的にもすごくデザインがすごく美しくって、照明がねあんまり神々しくしたくない、お部屋の明るさとかを調整したい時にはこのモードにすればいいっていうので、結構ね調整もしやすいので、結構機能性もあってデザイン性もあってっていうので、これねすごいいいんじゃないかなっていうところで、話したところ、なんとね翔くんこれ購入したってところで、あと購入品でいうとこれですね、 IKEA のミッドレッド。これ何かっていうと、こんな感じで壁に貼り付ける、照明ってところで、ちょっとテープライトとはまたちょっと違った質感なんだけど、これもねちょっと取り付ける準備していこうと思います。お、すごいね、こんな感じになってるんだ。でね、しかもね長さが80センチあるってことで、もう少しねちっちゃいやつも確かあったはずなんだけど、翔くんは長い80センチを3本ってことなんで、2メートル40センチ分ぐらいかなを取り付けるって感じですね。はい。おー、なるほどね。
あ、そういう感じで取り付けるんだ、機関車トーマスみたいなおお、ってことで取り付けが完了したんですけども、どう取り付けるかだよねこれで。付属品はこんな感じ。はい、結構ね付属品たくさんあって、ケーブルと給電ステーションみたいなやつ、ともう一つケーブル、とさらにリモコンもいるっていうので、結構ね付属品だけでも割と5000円くらいかかってきて、結構ねいいお値段したんですけど、アクセサリーじゃないけど付属品が結構追加で必要になってくるっていう感じですね。ファミコンのカセット、そうね、だいぶケーブルごちゃごちゃしちゃうからまあそこら辺ちょっとねケーブルちょっと工夫してまとめた方がいいかもね、ここら辺は。おお、なるほどね。こういう感じの光か。結構暖色かかったような光なんですね。難しいねこれ。おお、いいね、雰囲気出るね、バッチリ。素晴らしい。なんかさ、テープライトとまたちょっと違った高級感あるよね、このレールのところが。ということで続いてこちら、IKEA の PS2014 ってので、さっきの東京オリンピックの聖火台風な照明なんですけど、これね今からちょっと組み立てが必要みたいなので、これをちょっととりあえず組み立てていきたいと思います。ちなみにこれに値段いくらだったっけ？1万2000円、1万3000円とか。そうだね、3000円ぐらいだよね。結構取り付けが大変そうです。こういう部品とかっていうのが約20個ぐらいついてるみたいでこれを一から組み立てるって感じですね。確かになんか商品の本体に比べると結構ね箱コンパクトだなと思ったんだけど、こんな感じでIKEA の製品はバラバラに分解されて自分で組み立てるっていう感じになってるのかな。なんかトランプできるんじゃないかみたいな。確かに。おお、すごい。意外と簡単だったりして。多分単純ですよ。そうだよね。数が多いだけで。おお。このカチッって音めっちゃ気持ちよくない？だんだん作業が進んで職人っぽくなってくるっていう。ラス1です。OK。完成。いいね。かっこいいわやっぱ。いや、これをどこにつけるかだよね。今のところこんな感じで寝室につけるイメージなんですよね。ということで、床材が届きました。いやーこれマジ重かったね。マジ重かったです。今回、床材に選んだのは、通りのフロアリウムってやつで、僕ん家でも使ってる床材と全く同じものの、番号がちょっといろいろあって、番号が若くなっていくほど、どんどん床材がね明るくなっていくっていう意味で、僕は1003番っていう、ちょっとライトグレーっぽいような質感のものを選んでるんですけど、今回翔くんが選んだのは1001番っていうところで、白い床に近いような質感のものを選んだっていう感じですね。それを2ロール、ちょっとね太いやつ、これで合計いくらぐらいで揃った感じかな。3万ぐらいです、ね、3万ぐらいか。そうなんですよ。これね結構ねいいお値段しちゃうんだけど、その分すごくね厚みもあってしっかりしてて、でしかも何か飲み物とか食べ物とかこぼしてもすごくね拭き取りやすいような素材になってるってところで、今日は今からちょっとねメインルームだけでもとりあえず床材を敷いていきたいと思います。ということで早速今から床材を敷いていくわけなんだけど、まず床材を敷く前に、床にね物があったら結構ね床も敷きにくいと思うので、まず床に置いてあるものを全部どけていきます。よいしょ。今回、僕が床材を張り替えるにあたって、翔くんにおすすめしたアイテムなんですけど、このクッションフロア用の両面テープと養生テープ、これがあることによって、現状拭きがねしやすいようにっていうことで、これね正直なくてもいいんだけど、あった方がね、退去する時とかすごくね楽かなと思いますし、もし万が一の床材が剥がれてしまうってこともねありえるっちゃありえるので、一応ねこの両面テープと養生テープを貼った上でこの床材を張り替えていくっていう作業ですね。OK。じゃあ早速床の上が何も置かないスペースができたので、両面テープと養生テープを貼っていくっていう作業からしていきたいと思います。で一旦この正方形型のところを養生テープ貼ってくれたので、あとはその元となる芯の部分、真ん中の部分とかもちょっと貼っていこうかな。ってことで一応もう貼り付けは終わったので、とりあえずメインルームだけでも貼り付けしていこうかな。意外と2人でやるとサクサクだな。よいしょ。次の日筋肉痛になる。マジ俺なったもんね次の日。なんか1日空けてましたよね。2日3日終わらん。1人だったら全然終わらなかった。
おお、すごい。真っ白じゃん。エミールっぽくないですか？いいね。エミールの石の感じに質感が似てる気がします。じゃあ両面テープ貼っていきましょう。意外と大変っしょ。大変ですね。ねえ、一人でやってもいいんだけど半日潰れるからね、そんだけで。いや、半日で終わったら逆に早いんじゃないですか。そうそうそう、早い方。2、3日かかる未来しか見えないです。そうなんよ。素晴らしい。貼るか。貼ろう。お、ぴったり。いいね。難しい。難しいですね。むずいよね。フロアリウム結構しっかりした素材だから、結構ねカッターも切りにくかったりするんだけど、でもねこの質感がめちゃくちゃいいんだよね。はい、ということで、時刻は今8時半目の前ということで、結構ね、あれからここの、前半この半分の部分を、やっただけでも結構なんやかんやね2人で1時間半とか、多分2時間ぐらいかかってるよね。角の方が結構ね大変だったりして、意外とね大変だったんだけど、こっから後半ってことで、第2部の始まりということで、結構ね向こうがねだいぶゴミ屋敷化してるんですけど第2部のこのねメインスペースの部分だけはちょっと今日終わらしてちょっとなんとかサポートしていきたいなと思うので今から頑張っていきます。美しいな。これ芸術点高いぞ。いや、いいぞこの空間。本当はねフロアリウム用のカッターがあればいいんだけど、俺のフロアリウムって結構ね厚みがあって、意外とね自分も前使った時にフロアリウム用のカッターが全然うまくねカッティングできなかったっていうのがあったので、ちょっとね泣く泣くカッターでやってますけど、カッターでもね全然ちぎれるから、一番はそうだな、メジャーとか、ピーンとなったなんかメジャーあるじゃん、ああいうの使えば結構ね綺麗に切れたりはするんだけど、ちょっとね今日は取り急ぎもう自分の手でやってるって感じですね。はい、ということで、人間成長すれば上手くなるということで第2部白床 DIY が今終わりました。こっちが前半やったところで、こっちが第2部後半やってたところなんだけど、結構ねカッティングかなり上手くなってて、今回買ったこの通りの、フロアリウムっていう素材結構ね素材自体もかなり重いし、運搬もねすごく大変だったりとかするので、結構ね一人だとだいぶきついんじゃないかなって思うんだけど、もしね気になってる人がいたら、なるべく一人じゃなく2人でやってた方が時間効率的にも進むし、体力的な問題もあるし、次の日筋肉痛になったりとか僕みたいにすることがないのでぜひね通りのフロアリウム気になってる人はぜひ2人でするのがおすすめだと思います。っていう感じで撮影4日目終了です。お疲れ様です。ありがとうございます。今日何したかっていうと、このねダクトレールの部分を DIY したりとか、あとはポップインアラジン取り付けたりとか、あと白床 DIY もしたりとか、あとは天井の照明の、取り付けもしたりとかっていう感じで、結構ね1日、今日11時半から作業し始めて、今時間が、9時ってことで大体多分11時間近く10時間近く、作業したと思うんだけど、どうでした？やってみて。いやー疲れましたね。疲れてね。引っ越し自体は、業者にやってもらったし、その物の量も少なかったんで、1時間ぐらいで積み込みからそうね、搬入まで確かに1時間で終わったんですけど、その後ですね DIY そうねするところが、特にこの床が重かったり、切るのが難しかったりしてめっちゃ時間かかって疲れましたね。そうなんだよ。翔くんは本当に物の量が少ないから、引っ越しにかかる本当に時間だったりとかコストも本当にかからなくって、大体もう引っ越し作業、運搬だったりとか、0から100まで30分から1時間以内にもう全部運送まで終わっちゃって、もう引っ越しにかかる費用も本当に2万円ぐらい、業者使って2万円みたいな本当はね業者別にいらなかったんだけど、今回は会社が負担してくれるってことで、本当に手ぶら引っ越しが実現できたわけなんだけど、そっからのここの DIY ですよね。とりあえず今回はちょっとメインルームしかできなかったんだけど、翔くんがちょっと自力でこの寝室だったりとかここのキッチンの部分だったりとか、おそらく多分 DIY 進めてくれてると思うので、ちょっとまた来るのが楽しみになりました。お疲れ様でした。今日ありがとうございました。お邪魔します。すごい。はい、ということで、今日はインテリアコーディネート5日目ということで、現状の翔くんのインテリア、現状のルームツアーっていうのを軽くちょっとおさらいさせていただこうかなと思うんですけども、ここが玄関
で、まだちょっとここのね、床材はまだ貼ってないような状況で、今日もね、もし時間があれば、ここもちょっと貼りたいなっていう感じで、奥の方に行っていきたいと思います。キッチンとかは特に変わってないかな。でも。このガスコンロも僕使わないんで、これすごいね。なるほどね。台を置いて、塞いじゃって、食洗機を置いてますね。なるほどね。確かに僕もガスコンロ使わない派なんだけど、なるほど。こういう活用法があるのか。ちなみにこれは山崎実業かな。そうです。なるほど。確かにこの台いいね。自分も確かにこれ欲しいな。で、ここら辺に、今日リメイクする予定の、床材。余ったやつが。これを、そうだね、寝室とか、玄関余ったらちょっとやっていこうかなって感じで。で、ここが翔くんの使ってる全自動ゴミ箱。っていう感じかな。で、ここがメインルームになってるんですけども、結構いい感じに仕上がってるんじゃないかなって思います。前回設置したポップギャラジン、プロジェクターと、あとはここに余った床材だったりとか、翔くんが持っている、スタンディングデスクと、あと照明だったりとか、iPad を置いて、ここがね、前回と変わったところだと思うんですけど、結局ブラインド買ったんだよね。そうですね、ブラインドにしました。なるほど。今日ね、ちょっと残念ながらちょっとあいにくあんまり天気がよろしくないので、あんまり日当たりもあんまり良くないんだけど、天気がいい時とかはここに光の陰影とかが見えるような感じ。で、自然光もしっかりバッチリ入りますよって感じかな。そうですね。実は僕もしっかり光入ったとこまだ見れてないんですよ。そうなんだ。これつけたからずっと曇りが続いてて、曇り雨が続いてて。だし、翔くん普段は社会人でがっちり平日は働いてるから、晴れてる時にあんまり遭遇しないっていうのもあるかもしれないですね。そうですね。で、ここからの眺めもね、だいぶ変わってるかなと思うんですけども、前回ライトをここに真ん中あたりに設置したんだけど、ちょっとね、それがね、あんまりうまく設置ができなかったんで、今回床に置いてくれてるっていうので、これはあれですね、IKEA で買ったやつ。これはテープライトではないんだよね。そうですね。なんかこういうちょっと段差があるような感じ。テープライトでも全然いいんだけど、テープライトだとお掃除ロボットがこの段差をくぐり抜けてしまうからっていうのと、翔くんが気になったのは、テープライトのドットの部分がちょっと気になるっていうので、よりフラットなライトをちょっと選びたいっていうので、IKEA のこれにしたってところで、もうこれいいね。なんかこれだったら、いいですね。お掃除ロボットもくぐり抜けないし、ここの光の陰影というか、それがここの壁材に湧き上がってきて、なんかいい感じなホテルライクっぽいような、エミール投げ地により近づいたライティングになってるんじゃないかなって思います。で、あとなんか気になったのは、ちょっとね、あそこはちょっと僕の荷物バッグが積んでるんだけど、ここに収納スツールを2つ分けてるっていうのは、これはもう翔くんのアイデアなんだけど、この理由とかってあったりする？最初は真ん中に2つ置いてたんですけど、すると、この電源周り、コードをつないでるところが見えるんで、電源周りをこの中に隠してるんですよ。なるほど。スツールに入れて隠すのがもうここは1個固定で決まっちゃったから、なるほど。となるともう片方も反対側に置いた方がバランスいいかなと思って。なるほどね。なんかこういうコンセント隠しとかもあるけど、せっかくこういうね収納スツールっていういいアイテムがあるから、それをうまく取り入れたっていうので、確かになんかそれは僕になかった視点なんてすごくナイスアイデアだと思います。なるほどね。こっからの眺めとかもね、いい感じにバランスがあってすごい、王国みたいな宮殿みたいな感じですごいいい感じかなと思います。っていうことで、まだここも完成形ではないんだけど、ここが翔くんの寝室かな。で、印象的なのがこの IKEA の照明、これをね設置してくれてるってので、どうですかこれ実際に設置してみて。いや美しいですね。ここの部分は一緒に前回作るの手伝っていたんだけど、結構ね素材自体もだいぶ軽いから、思ったより重たくなくて、設置自体も結構簡単だったんで、全然苦にせず、すごいいい感じの照明になったんじゃないかなと思います。で、これ一つ特徴的なのが、開くと、光の、当たり方が結構変わるっていうので、実際にちょっと開いてもらっていいかな。いいね。最大だとここまで。こうなるとね、だいぶゴージャスな寝室。だけどここまでね伸ばしてしまうと、夜寝る時とか、結構ね照明がもうピカってもう浴びちゃうので、結構それはあんまり
目にも優しくないのでまあ翔くんは普段閉じて使ってるって感じかな。そうですね、完全に閉じることが多いんですけど、なるほど、ちょっと開くぐらいが雰囲気でいいかなと思います。そうですね。確かになんか閉じちゃうと本当になんか一つのボールみたいな感じになっちゃうけど、まあこの一つの照明の IKEA の照明の特徴としてはこういう東京オリンピックの聖火台みたいな本当にミニマルな美しいデザインで、まあなんでこれ取り入れたかっていうと、まあ翔くんのお部屋って本当にねザ・ミニマリストみたいな感じですごくねいい空間ではあるんだけど、まあ、こういうなんだろうな主役となるような、まあ、翔くんのお部屋の主役になるような、まあ、メインの家具が、まあ、何かって言った時に、まあ、あんまり翔くんは僕の主役の家具はこれですみたいなのがあまり見出せなかったっていうのがあると思うんだけど、このね IKEA の照明取り入れたことによって、まあ、翔くんのなんだろうな一つの特徴というか、まあ、オリジナリティがあってすごくいいんじゃないかなっていうのでこれをお勧めさせてもらったんだけど、どうですか、気に入ってます？気に入ってます。お、よかったそれはちょっとね僕も嬉しいんですけどまあここら辺はねまだちょっと設置段階のところで、まあ、お掃除ロボットの上になんかいろいろ物がこちらついてたりするけど、まあ、ここら辺をちょっと今日綺麗にしたりとか、あとはここの床材、まあ今日はちょっと寝室をメインで床材張り替えようかなと思ってて、まあ今日床材で言うと、まあここにねまだ施工途中の床材が何かあったりするんだけど、結構ねメインルームの床材とか張り替えるのが割と大変で、まあ、前回、まあ、メインのお部屋を、まあ、中心に、まあ、床材張り替え手伝いさせてもらったんだけど、結構ねこれ自体が割と重かったりとか、あとはカッティングとかもね結構大変っていうので結構ね時間かかって、割とね一人で頑張ればできるんだけど結構ね、まあ、社会人で翔くんも普段お仕事されてるってのであんまり時間がなかったりとかするので、ちょっと今日はねそこを手伝っていきたいと思います。ということで、まあ、早速今からね床材張り替えていこうと思うんだけど、まあさっき、まあ、床にあった、まあ、ベッドだったりとかあとお掃除ロボットとかを一旦のけて、もう床が何もない状況で床材張り替えなんて結構ね大変だと思うので、まあ、一旦今まっさらにして、で今回買い揃えてきたのはこのメジャーそうこれね前回ね僕もね張り替えたのが確かに 2,3 年前くらいだったから、何が必要だったからっていうのがあんまり分かんなくってメジャー必要だったよって言えなかったんだけど、今回しっかりメジャーで、しかもねこれがいいんだよ、しっかりピンとなるメジャーふにゃふにゃじゃないメジャーがすごいよくって、これをねしっかり購入してくれてるっていうので、これがあることによってしっかり直線ピタッとここでくっつけて本当に直線的に、まあ、長さだったりとか測れるっていうので、これがねあることによって結構作業効率だいぶ爆上がりするんじゃないかなと思うので、これ使ってやろうかな。はい、OK、ありがとう。これびっくりしたのがスーパーで買ったんですけど、200円だったんですよ。500円ぐらいそうだけど、500-600円ぐらいと思ったら200円ぐらいだった。やりましょう。はい、 OK。もうさすが素晴らしい。この iPad mini を使ってお部屋の間取りをしっかり測ろうっていう感じかな。はい、まあ Apple の純正のアプリで計測っていうアプリもあるんだけど、若干ねちょっと精度が低かったりもするので、まあこういうねメジャーを使って測るのが一番まあ最適というか、一番測りやすいかなって思いますね。OK、じゃあ測り終えたかな。はい、じゃあこれを伸ばしていくか。相変わらず重いなこれ。いやでもこのスペースあってよかったな、メインルームに。普通さこのスペースがさない人の方が多いじゃん。結構設置も大変だよね。そうですね。これをまっすぐ切るとこから。そうやね。そっからやね。っていう感じでまあメインルーム、まあ、床材をこんな感じで広げてみたので、まあ、ここからメジャーでさっき測ったものをしっかりもう一回測り直して、で、この床材の上から、まあ、ちょっと印というかを軽く、まあ、記して、まあ、しっかり寝室の、まあ、長さと縦幅合うように描いていくって感じかな。はい、一番端やりますか。そうしようそうしようそっちの方が多分早いよ。そうですね。アパさんの動画編集なんかめっちゃやってない ?3 ヶ月ぐらいやってない？そうなんですよ。まあ僕がダラダラやっちゃってるからっていうのもあるんですけど。大学生の頃からやもんね。はい。3、4ヶ月ぐらい。3ヶ月ぐらいかかりました、前のやつは。でも今回は1時間ぐらい、1時間ちょいぐらいになるんです。でも長いね。いやこんな自分の部屋ができていくところを動画としてまとめてもらえるなんてそうそうないからありがとうございます、いいよね。なんか俺もそういうさ記録しておくっていうのめっちゃ大事だと思ってて、なんかこの時はこうだったなとか、あの時こういう部屋に住んでたなとかっていうのがさ、なかなかさなんか見返せる手段があんまないじゃん。その写真としてアルバムに残したとしてもさ、まあ、見返す時ってあんまないと思うし、って
っていう意味ではなんか YouTube に記録しておくと自分以外の人も見てくれるっていうので、いやでもこちらこそありがたいですよね。おお、でもだいぶ綺麗だな。しっかりまっすぐな気がする。じゃあこれが切れたんであっちに移動させていくか。このさ床さちょっと指が切れそうになるけん気をつけて。おお、印象全然違う。これは来たんじゃないの？ぴったり。いい感じです。さすが翔くんですね。翔くんこっからの長いもめっちゃいいぞ。なんですか？おお。今までグレーだったから気持ちいいね。透き通るね。出しますか。じゃあ本体が持ってます。ちょっと寝室だけはちょっと今日完成させちゃうもんね。ああ、ここは本棚にしたんや。しました。要は翔くん前回片付けした時めっちゃ本が好きだったと思うんですけど、なんとトイレに本棚を設置しちゃってるので。いや別にトイレでは読まないんですけど。トイレでは読まんけど。この棚もともとトイレについてて。そうだね。何も僕入れるもんないから。スペースどうしようかなと思った時に、本棚置くほどでもないけど。確かにね、収納スタイルには置こうと思えば置けるかもしれないけど。本どうしようかなと思ってたんで。ここいいんじゃないかっていうので置いてみましたね。いいね、ジャストフィット。しかもここにトイレットペーパー真ん中にあるのもおもろすぎる。とりあえず置いてて取られると思ってなかったから。いいね、シュールやね。なかなかトイレの中に本があるところも多分少ないと思うからいいんじゃないこれは。しかもあれなんだね、これ縦に開いていく収納なんだね。そうですよ、珍しいですね。珍しいね。なんか普通ね、ドアとかでここで引くタイプかも思うんだけど。なるほどね。お、いけた。素晴らしい。じゃあはめていくか。よいしょ。いや、いいね。おー、っていうことで、完成したみたい。おー、いいですね。これで一通り寝室は終わりかな。はい、ということで撮影5日目、終わりました。お疲れ様です。ありがとうございました。今日何したかっていうと、このね寝室の部分の、フロアリウムを、ここに設置したっていう感じで、これでねようやくこのメインスペースとこの寝室がもう白床 DIY が完成したっていうことで、あとやることとしては、ちょっとね奥の部分のお風呂場とか洗面台のスペースと、あと玄関のところをちょっとしないといけないってところで DIY 用の資材がもう足らなくなっちゃったっていうので、これをちょっと足していきつつ、またねちょっと次回、来週までにちょっとできるところはしてもらいつつ、ちょっとまたねサポートをさせてもらおうかなっていう思うので、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。これでようやくなんかモルタルっぽいような床材から結構もう白床の、もうかなりエミールな生地に近づいてきたかなと思うので、あと1日2日ぐらいで確か終わるはずなんで、皆さんもちょっと楽しみに待っててください。お邪魔します。すごい。ということであれから4ヶ月ぐらいですかね。そうですね、3ヶ月とか4ヶ月ぐらい経ってちょっとね翔くんの進化が目覚ましいというところで今日はね片付けコーディネート最終回ってところで、もう最終形態の翔くんのお部屋をちょっと見させていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでここが立ち鏡、ここもう本当に玄関入ったそこにあるって感じなんですけど、今日ねなんと翔くんと僕全くコーデがお揃いでございます。別に合わせたわけでもないんだけど、たまたま被ってました。何も打ち合わせしてないのに。そう GU のシアーシャツに、しかもノースペース、僕が買ったところ翔くんも買ってくれたやつなんですね。しかもあれなんだ、ついに玄関先の DIY も完成したんですね。頑張ってカットしておー、素晴らしい。通りのフロアリウム、結構ね頑張って僕らが2人がかりで運んだやつを、ちょっと玄関までこの前までできてなかったんだけど、ここもしっかり DIY されてて、でここがキッチンかな。すごい、キッチンもこれ DIY してる。すごい。これも白いシートが貼られているって感じですね。リメイクシートを貼ってって感じですね。すごい、めちゃくちゃミニマルになってる。で相変わらず食洗機があって、でそうなんだよ、ここのねキッチン僕すごい感動したのが、すごいめっちゃミニマルなこのボタンがあって、ここもねすごい素敵だなと思ったりとか、なんかすごいことになってますけど、何ですかこれ。これは納得いってないごちゃごちゃゾーンでもなんかすごいいい感じにまとまってるからCIO おー、なんだこれ。これあれだ、教えてくれた豆乳ですよね。そうですそうです。のかざすとこんな感じで自動開閉してくれて、でしかも自分でラミネート加工してゴミ収集がなんかしやすいようにしてくれるって感じかな。すごいめっちゃミニマルな冷蔵庫。これちなみに開けてみていい？おー、サーモン。ちょっと待って、僕の冷蔵庫とほぼ同じみたいな。マジですか？めっちゃ
コンパクトですねこれ。そうなんですよね。うんうんうん。なんかビジネスホテルにあるサイズよりもうちょっと小さいサイズ、あ、確かに20リットルとかあったと思うんですけど、超コンパクト。はい。ってことで続いてこちらがなんとメインルームということでお邪魔します。はい、おー、すごい。相変わらず余白のある素敵なお部屋になっていて、プロジェクターでこんな感じで投影してる。これもう一番後ろの方に装着して、このプロジェクターの大画面っていうのを最大限発揮できるようにっていうところでつけたのと、あとまあスタンディングデスクですね。これはもともと翔くん持ってたやつをそのまま採用して、でここにちょっとターンっぽいようなランプが、おしゃれなランプがありますけどっていうところかな。はい。お、すごい。カラーいろいろ変えるんだ。そうなんですね。白とオレンジっぽいのですだけですけど、3段階ぐらい変えます。へえ、かわいい。ここはもう早速ブラインドかな。はい。おお、すごい。ブラインドいいっすよね、めちゃくちゃ。これ日差しがね、すごく多分結構入ってくるのかな。そうですね。前回撮影してもらった時は季節の関係で直射日光あんまり入ってこなかったんですけど、最近秋になってきて季節によって日の差し方が変わってきだしたんで、ブラインド独特の日の差し方、影のでき方、美しいのが出てきて、それにちょっと今感動してるところですね。いいですね。確かになんか前回のお部屋は結構あんまり日当たりが良くなかったのかな。いや、そうなんですよね。だからね、ちょうどいいね、光の差し込みというかっていうのが今楽しめるような感じになってるのかな。はい。ここからのね、すごくね、眺めもめちゃくちゃいいんですよね。ど真ん中にあんな感じで椅子が置いてあったりとかするんだけど、ここになんか配置したなんか糸とかあったりします？そうですね。僕基本食事の時以外座らない生活をしてて、食事の時はここからスタンディングディスクをこう持ってきて、ここで座ってプロジェクターを映したアニメを見ながらご飯食べるっていう感じなんで、その時用にここに置いてるっていう感じなんで。じゃあめっちゃここ特等席ですね。そうですね。でもう最近はここでギター弾いてるのかな。そうですね。もう初心者なんでこれを直しておくこともできるんですけど、わざわざ出すことによってギター練習しろよっていうのを視覚的にアピールさせてるっていう感じですね。わかる。なんか自分もギターやってるんで全然今度教えます。教えてください。はい、ありがとうございます。でここに最初僕が片付けコーディネートのサポートさせてもらった時からある、収納スツールがあって、その上に今こんな感じでマットレスを置いてるんだ。はい、前はベッドフレーム、アコーディオンベッドっていうのかな、ペーパーベッドのフレームがあったんでそれを使ってたんですけど、ソファーベッドにもなる分開いたり閉じたりっていう手間があって、それ前は満足してたんですけど、お掃除ロボットが下を通れない、地面と接しちゃって掃除の手間が発生するっていうのもあったんで、なるほど。その面倒くささもあってマットレスだけで寝てみようっていうのをトライしてみてっていうトライ期間を設けて、マットレスだけの方が畳みやすいし掃除も楽だしっていうので、もうベッドフレームいらなくてこれだけにしようかなっていう感じにしましたね。確かにね、そのさっきのね紹介してもらったそのアコーディオンベッドもすごくね、プロダクトとして結構ね畳めたりとか、引っ越しもしやすかったりとかするんだけど、結構ね使っていくとやっぱ経年変化というか、どんどんちょっと汚れてしまったりとかっていうのもあるから、もう今こういう感じでもうマットレスだけ、上に乗っかってるマットレスだけで生活してるって感じかな。はい。ちなみに今どこで寝てるんですか？こっちですね。さっきの寝室ってこっちで紹介してもらったんですけど、今こっちで寝てて。なるほど。秋になってきて涼しいからこの窓を開けて寝たりとかもするんですけど、っていうのでここに寝てるって感じですね。いいですね。じゃあもう完全にここの寝室はもう寝室じゃないというか、もう本当に何も置いてない空白の余白のスペースみたいな感じになってるのかな。はい。精神の時の部屋みたいになってます。素晴らしい精神の時の部屋ってことで、翔くんの精神の時の部屋なんですけどもここにねあるのはIKEA で僕らで一緒にお買い物しに行った時に買ったこの照明とスイッチボットのお掃除ロボット、この2つのアイテムだけなんですよね。そうですね。でもこの空間すごい美しいですね。照明とお掃除ロボットがいい具合に映えてるというかでね、この IKEA の照明めちゃくちゃいいんですよね。僕めちゃくちゃお気に入りのアイテムなんですけど、なんかね翔くんのお部屋の中のコンセプトっていうのが結構なんだろうな、他の人が持ってるアイテムが結構多かったから、なんか翔くんにしか持ってないそのオリジナリティ性のあるようなアイテムっていうのが一つだけあるだけでね素敵な空間になるんじゃないかなってところで、このアイテム翔くんがいいって言ってくれたんで、これ購入したんだけどどうですか？見た時一目惚れで買ったんですよね。あ、一目惚れ。はい。それぐらいもうビビッときた僕の心にドストレートでぶっ刺さるアイテムで、物を選ぶ時は結構吟味する。何回もこれ本当に必要なのかって考える時間をかけることが多いんですけど、でもこれは例外というか、結構もうドストレートに
ぶっ刺さってくれたので、めっちゃピンときたんだ。はい。おお、確かにね、結構即買いだったもんね。なるほど。普段はどんな感じで使ってるんですか？普段はこれ、シェードが開閉するんで、シェードをこう動かしてこのぐらいの開き具合でやってますね。ちょっと広げてるみたいな感じかな。一番シェードを閉じると、このぐらいになんて球体になるので、一つの球体みたいな感じで、でもなんか若干ちょっと光が若干漏れてる感じで、完全にぴったりと閉じるわけじゃなくて、若干この光の線が浮き出るような感じで完全に閉じるようになってるので、そこがまた美しい展示。いいですよね。すごい本当に東京オリンピックの聖火台みたいな感じで素晴らしい。でマックスはさっきみたいな感じかな。そうですね。からこれがマックスですね。おー、素晴らしい。もうザ・エレガントみたいな感じですごく素敵な雰囲気になってますけども、普段はこれより若干ちょっと閉じた状態で過ごしてるっていう感じかな。そうですね。開閉ができる分自分の好きな大きさに調節して設置できるっていうのがいいところですね。確かになんかいろいろ調整できるのがいいですよね、また。ってことでこの生死の時の部屋にあるもう一つのアイテムがこのスイッチボットのK点プラス。これはお掃除ロボットだよね。はい。これね、世界最小のお掃除ロボットって言われてるアイテムで、本当にねちっちゃいんだよね。本当に手のひらサイズぐらいなんですよね。ですごく性能もバッチリだし、外観というかそのデザインもすごいミニマル。これも毎日使ってんのかな？毎日スケジュール設定してて、同じ時間に掃除してくれるようになってるので。なるほど。はい、楽ですね。ということで精神と時の部屋を抜けて、こちらが水回りかな。はい。左手にあるのがこれがトイレ、お手洗いですね。はい。おお、すごい。ここもしっかりね DIY してくれてるんですね。はい。この便器の下のところでちょっと頑張った形跡があるんですけど。本当だ、すごい。めっちゃ職人技みたいな。これ難しいよね、カッティングね。いや、カーブがちゃんと測って切ったつもりが合わなかったですね。いやでもね、僕もこれと全く同じ素材のやつやってるから分かるんだけど、これはうまい方だと思います。本当ですか？素晴らしい。でここがもうお手洗いなんだけど、ここにね謎の棚があって、これを開くと、よいしょ、ここには本が全部詰まっていて、結構ね、もともと翔くんもめちゃくちゃでっかい、もう多分何百冊もあるような棚を、前のお部屋で持ってたと思うんだけど、本好きな翔くんでも頑張ればこれぐらい本を減らせるって感じかな。基準を設けて頑張って減らしましたね。確かに確かに。もともとね、大きいちょっと収納ツールっていうのが、さっきご紹介した収納ツールのもう一つ、本当に本棚みたいな感じで収納してたんだけど、もうそれをねここのスペースに入れてしまうことによって、その本棚のスペースっていうのもねここに集約できたので、もう本当に家の中にもともとあった収納の中でもう収められるっていう感じになってるって感じですね。そうですね。素晴らしい。でこちらが洗面台。すごい、何もここには置かないんですね。置かないですね。素晴らしい。めちゃくちゃ美しい洗面台があって、ここに洗濯機あって、すぐここで干して、でここに吊るしてってことが、もうここのね動線だけでも完結しちゃうので、確かにねここの動線もすごくミニマルで素敵だなっていうふうに思いました。で続いてこちらがお風呂場かな。失礼します。お風呂場こんな感じですね。はい、突っ込むところはあんまりないと思うんですけど、特に、ミニマリストの方とか本当に物が少ない方、特にねお風呂場に関しては突っ込むことはあんまりないんだけど、こんな感じかな。唯一突っ込むとしたら、僕とね翔くんは同じ美容室で美容師さんに髪切ってもらってて、そのね美容師さんがおすすめしてくれたシャンプー、エイズとサラダのシャンプーがあるって感じかな。すごい。いやでもめちゃくちゃいいお部屋になりましたね。ありがとうございます。本当にねエミールなキジンっていう感じの空間が作れたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで、最後のビフォーアフターが取り終えまして、これにて片付けコーディネート終了でございます。ありがとうございます。実際にサポートした期間でいうと、大体1ヶ月ぐらいかな。トータルするとそれぐらい。それぐらいだね。もう本当に1ヶ月の短期集中で、もう片付けから、あとお買い物だったりとか、あとはねそのインテリアのコーディネートっていう部分をサポートさせてもらって、ここまでねお部屋が変わって、しかもねなんと翔くんあれからね3ヶ月か4ヶ月か経って、このねインテリアこのお部屋で発信していたことが、インスタグラムでねめちゃくちゃフォロワーが海外でバズって、
はい、今フォロワー何人ぐらいいるんですか？ 2.5 万人超えたところですね。おー、すごい。もうね、僕のねインスタグラムいつの間にかね、この前まで1000人とか2000人ぐらいだと思うけど、行ってないぐらいだったんですけど、ね、ここ1ヶ月で本当にこのインテリアがいろんな人に評価されて 2.5 万人かぐらいフォロワーがバーンって伸びてね、もう圧倒的にもう僕のフォロワーがもう一気に追い抜かれていっちゃったんだけどそう、まあ、でもね本当になんかこの翔くんの作られた空間っていうのが本当にねいろんな人に評価された多分証だと思うので、なんかねこれを機にいろんなことをもっともっと発信していって、この翔くんのねお部屋の魅力っていうのがいろんな人に見てもらえるとすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いました。このね片付けコーディネート企画、なんか一通りやってみてなんか良かったところとか翔くんなりのその気づきとかあったりしますか？僕一人で引っ越す前から関わっていただいたじゃないですか。一人でできなくもないけどこうアドバイスをもらうことによってこうどうしたらいいんだろうっていう気づきが得られたりとか、もうこの床材とか迷った時にこうしたらいいんじゃないのってアドバイスをもらえる状態で臨めたっていうのが安心もできたし、適切に言語化してもらえたから僕の理想の空間を叶えてくださったっていうのがまたアカウントにも現れて結果にも現れたのかなと思うので、誰しもが別に SNS が伸びたから成功っていうわけでもないかもしれないけど、翔くんがねすごく納得いく、状態でお部屋っていうのをサポートできたっていうのはすごくいいかなっていうふうに思いますし、なんかねもともとその翔くんがこの片付けコーディネートする前の以前の問題っていうのがなんかその床の部分だったりとか、もう本当にエミルな生地みたいな空間を自分は作りたいんだっていうのがあって、本当にねこのお部屋見てもらったら分かる通り結構ねエミルな生地かなり近づけた空間っていうのが作れたんじゃないかなっていうふうに思いますし、どうですかこのお部屋の片付けコーディネートを終えて自分のお部屋の評価っていうのは100点満点中何点とかあったりする？いやもう120点ですね。おー嬉しい。高すぎて逆にもうこれまで僕一人暮らしの家2軒住んできましたけど、その前の家がちょっと恥ずかしくなるぐらいもうここが完璧すぎて、なんかそのためにはね、内見とか含めこの DIY もね結構大変だったりして、なんか2人でやったりとかしたんだけど、なかなかねこれを1人でやるってなったら結構肉体的にもきつい部分だと思うので、そこをねすごくサポートできたっていうのは僕もすごくいい学びになったし、翔くんにとってもいい体験になったのかなっていうふうに思いますね。なんか最後塩田さんに何か伝えておきたいこととかあったりしますか？僕この部屋の発信をインスタグラムで毎日写真を投稿したりリール動画を投稿したりしているので、よかったらそちらも見てもらいつつ、他の SNS も X とかスレッズとか YouTube とか出してるので、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。ぜひぜひ一応概要欄の方に翔くんの SNS ボロボロリンク貼っておくので、もしよかったらチェックしてみてください。今回こんな感じで翔くんの片付けコーディネートをサポートさせてもらったんですけども、もしねこの片付けコーディネート企画気になってるよって方は概要欄のリンクから片付けコーディネートの申し込みっていうのもできますし、もしねちょっと気になってるなっていう方は、無料のね相談会っていうのもやってますので、そちらのね方も、下の概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひ皆さん申し込みお待ちしております。ということで今回こんな感じで動画終わろうと思います。1ヶ月間ありがとうございました。ありがとうございました。